チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100区です。いつもお集まりいただきましてありがとうございます。本日はカラスマフリートーク第17回小泉進次郎次期首相にするなということで、時事雑談などでは取り上げられなかった日本にはびこられたあらゆる問題、その一つ小泉進次郎について特に取り上げたいと思います。特に予定立てずに話すので、もしかしたら別の話になるかもしれませんが、今回ちょっと重大告知が2つございますので、はい、最初に1つ目を話して、配信の終わり頃にですね、2つ目をお話ししたいと思います。とてもポジティブなことです。はい。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。チャットやコメント欄については差別を絶対禁止としておりますので、そちらの方を守ってご参加ください。ということでですね。
皆様お集まりいただきありがとうございます。音花風花さん、生姜さん、ペタさん、タイムさん、無欲さん、悲しみさん、サパタさん、一ノ瀬さん、ラートさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いつもご支援のほどありがとうございます。はい、ということで、先にいつも通りですね、署名のお話とかちょっとするんですけれども、ですね、本当にね、署名がいくつあっても足りないという今状況になってしまってるんですけど、慰霊の日を清らかに沖縄を再び戦場にしようとする人は呼ばないでくださいということで、今度ですね、6月23日が沖縄慰霊の日という日なんですけれども、要するに高市早苗さんを呼ばないでくださいという署名です。全然集まっていません。しかし今の状況はね、沖縄の人たちをやっぱり支えなければいけないと思いますので、ぜひ皆さん署名の方よろしくお願いいたします。はい、そしてこちらはですね、里山を次世代へ、地球温暖化が進む中で膨大な排熱をする 3.1 ギガワットデータセンター計画に対する環境共生ガイドラインの策定を求めますと、いうことでですね、反 AI の署名でございます。はい、南砺市ですね、富山県南砺市の美しい里山に日本最大級となり 3.1 ギガワットの電力を使用する巨大データセンターを作るそうです。やめろという話で、はい、やめろという方は署名してください。よろしくお願いします。もう1万7000筆集まっててですね、結構AI データセンターの問題って割と伝わってきてるのかなと思います。そして安倍晋之助の家庭内暴力に関する署名も2500に届きそうです。はい、皆さん署名よろしくお願いします。はい、ということでですね、ゆうこさん、道の海賊さん、ゲルゲルさん、アブソリュートさん、6153、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。まさかの 3D 化で手話放送。できれば素晴らしいですけれども、いや、私が手話勉強しなきゃいけないんだな。ですね、私のサムネって国旗損壊罪に該当するんですかね。そのネタを言いたいがためにあれにしちゃったんですけれども、はい。ですね、コンカラス2回目だけど使っちゃうぜ、独自挨拶ということでありがとうございます。ということでですね、なんとか実家近づくでこんなことや、そうなんですか。いや、なんかね、私は行ったことない地域なんで、すいません。一瞬読み方を忘れてしまったのは内緒です。また、大変申し訳ございません。失礼しました。南砺市でございますね。いや、しかしね、なんかこういうのってやっぱり誰も知らない時にですね、こっそりで進めてるんですね。データセンター計画を。いや、信じられないですね。なんでちゃんとやろうとしないんでしょうね。いや、確かに、生成 AI は全て後ろ暗いことばっかりなので、堂々と進めたくないのはわかるんですけれども、わかるからいいというわけではございません。はい。環境リスクに配慮してください。よろしくお願いします。はい。でですね、3D ではありません。はい。あと、今日発売です。いらないものがいる街で村上正文さん、心を閉ざした当時、宮が迷い込んだらいらないものがいる街、宮を心配した街の住人がしたことは、ということで、村上先生初の絵本ということなので、皆様ぜひともよかって読んでくださいということで、はい、アメリカでは原発とかより嫌われている。はい、ガチですね。AI データセンターマジでね、最近原発よりマジで嫌われてるっていうか、アメリカ人の人たちは原発にそれほど嫌悪感ないから、それもあるんですけれども、っていうことですね。いや、そりゃそうだよね。だってあんなさ、地域の水を吸い上げてさ、地盤沈下を起こしたりとかさ、伝え聞く事象だけでも全然ひどすぎるじゃないですか。で、肯定する理由がないよね、こんなもの。はい。なんもね、田舎だしな、なんとってですね。いや、そんなことないと思うけどね。ちゃんと豊かな自然があるところはいいとこですよ。はい。しゃあなくはないです。しゃあなくはないです。皆さん、南砺市の署名をよろしくお願いします。沖縄もね。はい。ということでですね。はい。すいません。先に署名だけやったんですけれども、まず、重大発表一つ目となります。はい。スカーレッタ・クローワルツ、音花風花さんと組ませていただいているコンビのオリジナルイラストグッズ第1弾、イラストレーターさん一ノ瀬さんで、
発売いたします。パチ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 。ということで、まあ私正直何もしてないんですけど、概要欄に今さっき URL をこっそり追加しておいたので、更新しますとですね、ショップに行ける状態になっているはずです。はい。ショップがこちらでございまして、カフェスカーレッタクローワルツへようこそ。私店主を務めておりますピンクの方、音花風花さんでございます。というか全部音花風花さんがやっています。当店ではグッズを購入いただくことで赤い方と、反戦派差別 VTuber ユニットスカーレッタクローワルツを支援できたり、人権派作家の方を応援できたり、チャリティーに参加できたりしますということでよろしくお願いいたします。はい、ということで、鈴内さん、ゴカラスです。っていうことでですね、はい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。いや、ほんとね、全部、音花風花さんがやってくれましたという感じでしかないのですが、ですね、グッズについてはまあ、これからちょっと紹介しますけれども、最初にまあ、大事だと思いますので、取り分というものの内訳についてお話しさせていただきます。ちょっと全体的にですね、値段設定が高めになってます。まあなぜかと言いますと、まあアクリルスタンドとかいろいろありますのですが、手数料がですね、ですね、一ノ瀬さんが、イラストレーターの一ノ瀬さんが500円、スカーレッタの活動資金が500円、そして、マリフォーさんへのチャリティーがですね、500円ということで、1500円ぐらい、いつもプラスされております。売上については、ですね、音花風花さんが、各所にですね、振り込んでチャリティーの金額なども、公表する予定でございます。はい。で、まあ、このラインナップはこんな感じでございます。まあ、現場レポートアクスタとか、プラカードとかですね、イラストで、アクリルキーホルダー、ステッカー、アクリルスタンド、缶バッジなどなどですね。はい。皆さんぜひともご購入の検討のほどよろしくお願いいたします。ただ無理はしないでくださいね。めちゃくちゃたくさんあるのではい。あと、まあ、大半がですね、まあ、チャリティーであったりとか、イラストレーターさんの直接、ですね、収入になるっていうことでやっている企画でございますので、はい、まあこのような値段設定にさせていただいております。はい、ということなんですけれども、ということでですね、こちらから、イラストレーターの一ノ瀬さんからのメッセージがありますので、ちょっと読み上げたいと思います。はじめまして、今回スカーレッタグッズ企画に参加させていただきました一ノ瀬と申します。企画チームの風花様とも相談を重ね、クリエイターさんにきっちり報酬を渡しつつ、スカーレッタの活動資金につなげつつ、バッチリチャリティーもできる、そんな志高い取り分設定で第1弾グッズをご用意いたしました。大はしゃぎでバリエーションを作りすぎてしまったために初回にして大ボリュームです。ぜひ眺めて楽しんでいってください。すずりの取り分とはアイテム価格にプラスしてクリエイターが自由に設定できる報酬のお値段です。自由とはいえ1点からグッズが作れる完全受注生産のすずりという、まあ今のプラットフォームなんですけれども、元々のアイテム価格が少し割高です。大きな価格の差はつけづらく、300から500円ほどの取り分設定が相場となっている現状があります。例えば3500円ほどの T シャツを1点販売しても、クリエイターの手元に残るのは取り分500円から振込手数料を差し引き出してきた金額のみです。デザインを考える時間から実際に手を動かす時間、光熱費、画材、機材代、データに仕上げ、販売登録に至るまで、クリエイターの方々の労力を賄えているとはとても言えません。趣味で個人で作るグッズだから仕方ない。いいデザインが100円ショップ、300円ショップで買える世の中だから仕方ない。そう思ってしまう当たり前を変えたい。イラストを描くイラストレーターに、デザインを作るデザイナーに、全てのクリエイティブに適切な報酬があってほしい。そんな理念のもと、今回相場を大きく超えた取り分設定に踏み切りました。物を買うだけではなく、クリエイターをダイレクトに支援できる購買行動で適正な単価が当たり前になる世界に迎えるよう、今回のグッズが多くの方にお届けできたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたしますと。はい。私がなんか付け加えることが一つもないですね。はい。一ノ瀬さんメッセージのほどありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、素敵企画第一弾ですということで、いや、音花風花さんの貢献も本当にすごいんですけど、私は何もしてません。はい。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。主になっているフラッグはディサビリティプライドフラッグですということで、そうですね。私がそうなんで、はい。あと、風花さんもですね、関わりがありますので、はい。ということでですね、ありがとうございます。
ということでですね、皆様ぜひとも、購入のほど、ご検討のほどよろしくお願いいたします。はい。なのでですね、ちゃんと、マリフォーさんにも支援されますし、一ノ瀬さんにもですね、取り分500円上乗せして、きちんとですね、報酬を支払いさせていただく予定でございますので、ですね、ぜひともご協力していただける方は、無理のない範囲でですね、考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。代読ありがとうございます。風花さんにいっぱいに相談に乗っていただきました。ということでありがとうございます。一ノ瀬さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、私は何度でも言いますが何もしておりません。はい、マジで。いや、謙遜じゃなくて本当にそうだからな。はい、ということでですね、ぜひとも風花さんのショップに寄っていただければと思います。一瀬さんこんからすです。来ていただいてありがとうございます。すずりショップをですね、オープンしましたのでよかったら、チェックしてみてくださいという話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、すいません。サムネに惹かれてきた方はですね、何の話してんだっていう感じだったと思いますけれども、ここからは通常の、フリートークに戻ろうと思います。皆様ぜひともですね、一ノ瀬さんのですね、渾身の作品をよろしくお願いいたします。はい。ということで、ちょっと通常に戻るのがなんか温度差が激しくなりそうなんですが、はい、通常に戻ります。小泉進次郎の話します。嫌だけど。これは11日の記事でですね、あえてスルーしてたんですけど、ライブドアニュースがわけのわからない、J キャストニュースか、がわけのわからん記事を出しました。小泉防衛省、若手職員の業務を圧迫してきた慣例を廃止、深夜残業や緊急の休日出勤を改善、X 賞賛、良い上司すぎるということで、小泉進次郎防衛省が9日の参院外交防衛委員会で防衛省で慣例的に行われた議員会館の紙資料配布を廃止したことについて、深夜残業などをなくしたと。それはいいことだと思うんだけど、ライブドニュースじゃねえ、ライブドニュースでもそうか。J キャストニュースと共犯ですね。J キャストニュースはさ、なんで若い時の小泉の写真をわざわざ選んできたの？だからあえてこれサムネにしたんだけど、2017年の写真なんすよ、これ。だから2017年の一番写りのいい写真をわざわざ持ってきてですよ。サムネにしてこのタイトルをつけてるんですよ。いやー、観測気球にも程があるでしょって。政権のプロパガンダをですね、民間メディアがやるのやめてもいただきたいですね。はい。だからなんかね、高市さんがだんだん例の疑惑でですね、国会から追い込まれ始めてからこういう記事がですね、続々出てるんですよ。怖いと思いますね。今のね、自衛隊の一件もありましたし、とにかくね、小泉をですね、次の首相にしようという動きが早速始まってると思うので、私はですね、絶対にこの人だけは首相になるべきじゃないと確信してるので、はい、今後も全力で反対していきたいと思います。言っとくけど、年を取ったことを揶揄してんじゃないですからね。年を取ったこととか、その若さとかを利用してるのは J キャストニュースの方であって、それは差別ですからね。はい。ルッキズムとエイジズムですよね。はい。ということでですね。あとちなみに先ほどのすいません補足ですね。サーモタンブラーとロンググラスがマリフォー様へのチャリティーが含まれているものです。スカーレットの活動期が潤ってきたらその分もカラスマさんと相談しながら信頼できる各所にチャリティーできたらいいなと思っております。ということで、音羽風花さん本当ありがとうございます。はい、ステマ発注するのが以上しなわけないですね。はい。9年も前じゃんっていう。こんな露出多い人なのに9年前の写真っていうですね。ポージングといいですね。だから一番よく撮れた写真をわざわざ引っ張ってきましたよね、これ。誰がやってんだこういうのっていう感じなんですけど、いやどちらかといえば働いてという、やめてもろって嫌いなんですけど、唐沢さんの聞きたい。すみませんまた謝っちゃったですね、本当にね、でも小泉ほどやっぱり首相というか今回防衛大臣になる以前とその後で印象が変わった人ってあんまりいないんじゃないかと思いますよ。本当に怖い人間でしたよね。いや気づいてなかった私も悪いんだけどさ、これ BBC なんでちょっと流せませんが、著作権違反なので、小泉防衛省の BBC 単独インタビューが実施されまして、安全保障政策やら憲法9条についてとうとうと語っております。見なくていいんですけど、
や、BBC も何考えてるんですかね。なんかわざと結構その怖く見えるようにこう撮ってたりしてるのかなという感じも受けまして、BBC なのでですね、何かしら意図があると思うんですよね。やっぱアメリカにこの人を見せてんじゃないかなという、いろいろ深読みができるような内容になってるんですけれども、小泉ファンの人たちはさすが BBC 様素晴らしいですねと絶賛される結果になってしまってます。はい。基本的にやっぱり BBC は日本がどうなってもいいんだろうなという、そこはちょっと残念ですね。どうもキリオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。鈴木ショップを開店、というか私じゃなくて、スカーレッタの風花さんなんですけど、開店したのでよかったらそちらもよろしくお願いします。はい。ということで、なんか温度差の激しいフリートークになっておりますが、はい。そしてですね、そう、謎にこのスタジオめっちゃ薄暗いんですよね。暗いんですよ。なんか、ホラー映画の場面なのって、しかも横から強烈なライトまぶしてるから、こんな感じになってんですよ。終始小泉の顔。怖いでしょわざとだよね、これっていう。私その、顔の怖さしか印象に残ってないんだけど、だから小泉も、なんだろうね、かっこつけて撮ってくれたと思ってポジティブに捉えてるのか何なのかよくわかんないんですけれども、BBC の意図はよくわからないですね。ドラさん、コンカラスです。憲法9条変更についての質問に国民の皆さんが答えとなってない回答でした。はい、そうですね。だから全然答えになってないし、ね、新たな紛争を起こさせないために会見するんだみたいな、嘘つけやみたいな。で、そう、バックのね、この日の丸も怖いんですよね。本当に。やっぱり軍国的なイメージを想起させますよね。はい。国旗映ってるから加工したら抵触するんじゃないでしょうか。はい。この証明は何かしら暴露するときのやつでしょっていう。いや、っていうか、ジャニーズのインタビューとかに似た構成なんだよな。やっぱちょっと BBC のね、悪意を感じますね。はい。ということで、そんな小泉さんなんですけど、はい。先日ね、自衛官に対する立憲のね、差別発言もありまして、確かにあれは不適切発言だったと思うんだけど、それに引き続いて、16日にですね、なんか名古屋大学にですね、むちゃくちゃブチ切れ出しました。はい。明大祭出展中止、防衛省極めていかんということで、名古屋大学の学園祭で13日に予定されていた自衛隊の出展が急遽中止になりました。そのことについて防衛省が極めて遺憾で看過できるものではないとコメントをしました。また学園自治を犯そうとしてんのこの人たちって感じなんですけど、今回はしかも参政党じゃなくて、防衛省なんで深刻度がちょっと桁違いだと思いますね。防衛省によりますと、展示は自衛隊の愛知地方協力本部が名古屋大学の学園祭実行委員会から依頼を受けたものであり、自衛隊の災害派遣活動などについて理解を深めることを目的に準備していました。しかし展示の前日に大学の教職員組合中央執行委員会が出展に反対する声明を出したことを受け、安全の確保が困難になったなどとして急遽、中止となりました。防衛省は丁寧な調整と準備が進められてきたにもかかわらず、直前で見送られたことを極めて遺憾であるというふうにコメントしましたと。ということなんですが、名古屋大学はこれでしかも防衛省に謝罪する羽目になっています。ですね、今回の混乱を招いた責任は全て大学にありますということで、中止についてですね、防衛省があまりにもブチ切れたコメントを出したものだからビビってしまって謝罪してしまったということなんですね。はい。大日程に絶対回帰させたいマンの一部が働いているのではないかということなんですけど、確かに名古屋大学の動きは稚拙でした。まとめてくれてる人がいたんですけど、明大の自衛隊ブース中止問題は少々複雑な話です。大学祭で学生が自主的に自衛隊と交渉し、自衛隊ブースの話を進めるということで、東大の右往の衆みたいな人たちがいたんだと思います。で、明大の教職員組合が直前に中止要請声明を発表しました。大学や教職員組合に批判や妨害予告のメールがおそらく右翼勢力から届いて、警備上の問題から大学が自衛隊ブース中止を決めるということで、爆破予告、東大の爆破予告は誘拐犯でしたけど、これ完全に犯人、あれですよね、右翼の人たちですよね。お前らのせいじゃん。お前らの脅迫メールのせいで中止になったじゃんという、感じなんですけど、これもですね、右翼の人たちは、職員どもが悪いんだみたいなことを絶叫していてですね、もう話が通じなくなってます。
ただこの人は冷静な感想を述べてまして、学生主体の大学生に職員組合がパタナリスティックに介入するのは、私は看過できないと。確かに学生が勝手にやろうとしてたことに対して大人であるその明大の職員組合がしかも直前にやっぱり中止要請を発表して中止させるっていうのは、ちょっとねやりすぎなのではないかという気がしますよね。で、直前に中止ということでブース準備を進めてきた自衛隊に大学サイドが謝罪すること自体は社会常識としては当然であると。以上を踏まえた上でも自衛隊が X ポストで大学サイドの対応を強く批判したことは本当ではないと。当たり前ですけど圧力ですよね。明大祭実行委員会の経験者です。学生主導で運営されてはいますが、学生だけの明大祭ではなく大学の構成員である職員の声明は問題ないと私は基本的に考えます。実際その後防衛省にまんまと政治利用されており、職員組合の懸念は当たったと言うべきでしょう。平和憲章もある明大の学生として誘致は迂闊すぎますと。そもそもね、だから学生とおそらく当局とその明大職員っていう3者がいると思うんですよ。だから学生の一部は右翼的な多分ね思考の人たちだった。自衛隊さんを呼ぼうと。でもそれをだから明大当局がですよ受けた時点でダメじゃないですか。だから憲章違反だろって、これちょっと問題になるぞとか、明大のね理念に引っかかるぞみたいな話をせめて教職員の人に相談するとか、教職員組合あなたたち反対しないよねとか一言言っとくとか、なんかしてた方が良かったと思うんですよ。でもそれをしないで教職員組合がついにギリギリになってブチ切れて声明を出すっていうことに事態になったから、こういう結果になったわけですよね。はい。だからね正直ほんと明大が北海道弁で言うとこういうのガサいって言うんですけど雑だとしか言いようがないですね。稚拙だと思います。そう。でもどこまで言ってもそう、国家権力によるね、暴力装置っていうのはね、差別用語じゃないですからね。なんか、警察とか、自衛隊の人たちとかを暴力装置ですよねって私みたいな左翼が言うと、自衛官を差別するなって絶叫してくる人が一部にいらっしゃるんですけれども、暴力装置っていうのは、社会構造的に、要は悪いやつとかを逮捕するっていうのは暴力なんですよ。だから暴力を、振るうための装置なんだ。国家による装置なんだから暴力装置っていうのは当たり前でしょ。他に形容しようがないだろ。なぜ警察や自衛隊の人たちの暴力は限定的に許容されてるのかっていうことを考えないといけないと思いますよね。はい。だから、悪いやつにしか振るわない。自分たちの自衛のため以外には何もしないと思われている。そういう信頼関係があるから、国による暴力ってのはこうやって肯定されてるわけですよ。はい。なんですけどね。はい。そのことをわからない人が多いんだろうなと思います。はい。そう。だから自衛隊とやっぱ自衛官を分割して考えられないんでしょうね。で、国と自衛隊のことも多分分節してないでしょう。小泉はわざとそうやって言ってると思うけど。防衛省の声明怖すぎて右翼団体みたいだと思いました。いや、本当にやばいですよね。だから、ちょっと X ポストすいません。出すか出さないつもりだったけど、マジで、怖いんですよ。もうなんか、ヤクザかな、この人たちは、みたいな感じでですね、もうブチギレみたいなですね、ずっと論調なんですよね。なんでこんな切れてんのこの人たちみたいな。はい。ミニナトルさん、コンカラスです。自衛隊側も参加する気満々で調整してただろうということでですね。はい。そうだと思います。そうだと思うし、だから怒るのは無理がないんだけれども、そもそも名古屋大学どういう調整の仕方してんのって感じですよね。はい。ですね。むしろわざと自衛隊を自衛官を一緒くたりしてますよね。はい。ベーバーは暴力装置自体は言っていないとされる。あ、そうなんだ。すいません。そこ知らなかったな。暴力と訳されてるけど、元の言葉を見ると権力の意味も入ってる。確かに権力装置と言った方がいいですよね。こちらが声明でございます。名古屋大学の学園祭、明大祭において13日に予定されていた自衛隊の出展が直前中止となったことについて、自衛隊は日本の防衛のみならず地震や豪雨災害などにおいて人命救助や行方不明者の捜索、給水入浴支援など様々な災害派遣活動を行っています。なので、私たちはいろんな具体的な案が、やってですね、検討しました。右翼のメールで休止になってしまいました。このように関係者間で丁寧な調整と準備が重ねられてきたにもかかわらず、直前で出展が見送れたことは極めて遺憾であり、重く受け止めております。とりわけ、現場で準備を担ってきた隊員や関係者の努力、そして多くの方々に活動の実績を伝える機会が失われたことについては看過できるものではあり
りません。いかなる理由があっても学生の自由な活動や安全が損なわれることはあってはなからず、同様に、多様な見方がある中においてこそ、様々な情報や現実に触れる機会が確保されることを重要ですっていう。怒りすぎでしょ。まあ特に前段がこれやばいですよね。気づいた方いると思いますけど、防衛省側のことしかないんですよ。現場で準備を担ってきた隊員や関係者の努力、そして多くの方々に活動の実績を実情を伝える機会が失われたことについて看過できないっていう風に書いてるんですよね。いや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 。学生のことより自分らのことかいという、まあ、いや、気持ちはわかるんだけどさ。怖すぎるだろ、この組織っていう。まあだからですね、感化するものではできるものではありませんって、銃構えて言われるのはさすがに怖いですよね。だからこういうこと言うから怖いって言われるんでしょっていう感じなんですけど、なんか左翼がこういう言い方するとね、なんか怖い怖いとかスターリニスムだとか言われるのに、なんで防衛省に限っては感化されるのかなと思います。はい。ちなみに 6.1 万いいねが集まっております。はい。わざわざこんなツイートしてんの怖すぎっていうですね。いや、怖すぎますよね。ちょっと恫喝でしょうっていう。はい。最悪は皇室を天皇制と呼んでいると非難されますが、どうも国家や国家のシステムを、そうですね、システムとみなされるとね、その構造性がバレるので、まあ嫌なんでしょうね、彼らにとってはね。まあシステムだからシステムって呼ぶんですけどね。システムオブアダウンだし、レイジアゲンストザマシーンですよ。はい。丁寧の意味が悪くなる一方ですわ。自衛隊を宣伝したくてしょうがない人の文章。いや、でも、ずる賢い文章よく思いつくよね。わざわざ現場の人間のこと言って共感を喚起させてるっていう、そうなんですよね。現場の人たちの苦労は分かってんのか論法ですよね、これも。はい。何そんなにブチ切れてんの？ほな、中国大使館に侵入したやつから勝手に過剰したやつにも切れたらどうなんだって。いや、ほんとそうっすよね。お前らのことは棚上げかいというですね。はい。しかもね、防衛省だからそうですよ。だからスーツ組ですよ、スーツ組。現場の自衛官さんが本当に怒っていて、ちょっと私たちだって努力したのにみたいなこと言ってんだったら私だって少しは同情したと思うけど、制服着たね、小泉進次郎みたいな人たちですからね。いかなる意味でも、だから軍隊を指揮する側の人たちなんだから、ダメでしょ、こんな言い方したら。ね、パワハラだし、大日本帝国でしょっていう。はい。明大自衛隊ドタキャン事件、日本国憲法により自衛隊は軍隊ではないとする解釈によって自衛官の大学院での入学や在籍を認めており、実はこの件は85年頃から阪大でも問題とする動きが一部、ソ連邦系意思実系の当時あった学生団体にはあったが、そういうのは立ち消えになったと。いうことでですね、今回のイベントは戦争を目的とする教育には従わないに抵触すると教職員組合は考えたのであろう。解釈の分かれ目があるが、憲法は大学自治の根幹であり、左翼だとか日教組というのは、まあ、誹謗中傷にしている人たちはね、みんなこうやって言ってるんですけど、全く今回関係ありません。そもそも国立大学の教職員組合は大教系が多いが、日教組とは根本的に関係がない。国立大学の大教と私大系の私大教連は独立系であり、ナショナルセンター、まあ、いわゆる連合ですよね。某国民民とかね、中道の支持母体であるナショナルセンターには加盟しておりません。小中高において日教組は連合です。はい。結果、大学自治の範疇でイベントは憲法に抵触する可能性があると判断し、中止になったわけであると。社会通念上、前日ドタキャンなどは迷惑千万で失礼な大失態行為であることは間違いない。こういったイベントの際には計画段階で学内規則、特に名古屋大学平和憲章との適合性を慎重に検討すべきであった。そして今回の根本的な問題は安倍安保法制以降の自衛隊の抱える問題であり、自衛隊は憲法により軍隊でないとして、まあ、今までね、建前でそういうふうにやってきたんですけれども、2015年以降はね、それが不可能になったわけですよね。だって集団的自衛権は発動できるんだから、まあ、一気にね、自衛隊へのイメージもあれで悪化しましたし、だからまあ、正直右翼の人たちのオウンゴールに近いんですよね。だから安保法制だって作ってなければ、そんなね、海外に派遣するかもしれないとか、ホルムズ海峡に行くかもしれないみたいな心配をしなくてよかったはずなんですけれども、まあ、それの上でね、防衛省小泉のね、犬笛ってあんまいい言葉じゃないけど、攻撃は論外であると。愚かとしか言いようがないというですね、牧田博先生ですけど、まあ、その通りだろうと思います。
だからまあ右翼の人たちは根源的にやっぱり誤解してるんですよね。だから左翼の日教祖の妨害に決まってるとか言ってるけど、日教祖はそもそも何の関係もないですし、これまたとばっちりを食らってるわけですよね。日教祖も関係ないし、共産党さんも関係ない。左翼活動家の人たちも何の関係もないし、ただ名古屋大学が雑でですね、無責任な対応をしたためにこうなってしまったという話で、本来であればやっぱり自衛隊の協力自体をやめるべきでしたよね。なので今後はね、多分大学でね、こんなことになっちゃったからね、自衛隊に協力する人いなくなるんじゃないかと思いますよ。だって怖すぎるでしょ。なんで国から直接ね、お叱りを受ける羽目になるんだから、呼ばない方がいいですよね、そんな組織って普通のって言ったらあれだけど、リスクマネジメントを重視する大学だったら考えると思いますけどね。いや、本当に大日本帝国イズムですよね。はい。小泉進次郎は今の立場を演じてるが、この人、選択的夫婦別姓に賛成だったらどうなるんだろうっていうですね。選択的夫婦別姓は僕はやりますよって言ってましたよね。はい。高市さんは確かにガチで反論してたのであれなんですけれども、だから前日ドタキャンでっていうとこではなければね、名古屋大学のこともっとかばってあげたかったんだけど、さすがにだらしなさすぎますよね。だらしなさすぎるし、自衛隊を呼んでいいとなんで思ってたのっていうもうおかしいだろっていう話ですよね。小泉は今更リベラルっぽさ出したくないでしょうし、選択的夫婦別姓には興味ないでしょう。まあ自民党総裁になったら絶対やらないでしょうね。そういう人だから。はい。そしてまあこれもね、当然の話なんですけれども、沖縄の女性が何度も米兵にレイプされても発言を控えており、中国大使館に武装した自衛幹部候補がテロ行為未遂しても謝罪すらしない人が学園祭には文句つけられるっていうのは、防衛大臣っていうのは遊んでるんですかという、全くこの通りだと思います。はい。トーンがおかしいでしょ。沖縄の、だからさ、被害に関しては口をつぐむのに、辺野古の事故のことだけは、ね、あれほどね、もう、ものすごい情熱を持って言ってみたりとか、中国大使館に武装した自衛官幹部候補がテロ行為未遂したことに関しては完全にスルーを決め込んでるのに、名古屋大学には激怒したりとか、もう本当自分のポジショントークっていうか、政府に都合のいいことしか言わないんですよね。はい。だからあまりにも露骨すぎると思いますね。自衛隊階級の故障を旧日本軍式にするとか、経済的徴兵制の指摘とか、大学夫妻のブース取り消しにはバチクソ切れた声明を出すとか、自民党の行事には軍服で出席するとか、それぞれきついのだが、何よりこんなに出張ってなかっただろうと、暴力装置としての自覚であり、自重することが当然という意識があったんだと思うけど、ということで、増村先生ですけど、ですね、全員記憶喪失オフィス花4段と一緒。すいません。好きあらば宣伝していくんですが、バクちゃんも傑作です。はい、発売中でございます。ですね、まあ、先生の指摘は正しいと思います。自衛隊も自衛隊ですよね。なんで小泉に従ってこんな、生きがってんのっていう。昔の自衛隊では本当なくなってると思いますね。はい。弱い人間には選ぶって強い人間には物を言わないっていう、なんか小泉イズムにね、自衛隊まで染まっちゃってるような言えるの怖いっすよね、マジで。そんな軍隊嫌だよ、イスラエル軍かよっていう。はい。結局、米兵の犯罪にはコメント差し控えるし、都合の悪いことは絶対言わないですからね。だから右翼の人たちはなんであそこまで露骨にダブスタしても気にしないんでしょうね。人のダブスタは言うくせに。もう本当に命の選別をしてますよね。こんな人間国家という人権を保障するのが第一義である場所にはふさわしくないと思いますし、はい、私は絶対この人は首相になるべきではないと思います。はい。ということでちょっとお見過ごしてください。まだいっぱい問題発言があるんだよな。はい、失礼しました。まあ最初のね、グッズの話からしてもね、なんか30分ぐらいずっとこの事件に関して怒ってるんだけど、なんかそれをね、まだまだ言うことがあるってどういう大臣なんでしょう。首相じゃないんですよ、まだこの人。
自衛隊を露骨に祭り上げ自衛隊の批判を許さない雰囲気、いやほんとそれを作りたいんだと思いますよ。なぜかというとこれもね衝撃的な発言を19日今日かにしたんですが、小泉さんによりますと、嘘も本当になりかねない SNS 時代の情報発信めぐり異例の反論投稿が防衛省続く理由、黙っているだけではという危機感ということで、なんとですねお前がという、もうこの喉まで出かかって言いつつ我慢して読むんですが、記者からは防衛省の公式 X において自衛隊が参加予定だった一部の大学のイベント中止に関する一連の投稿について極めて遺憾などと言っていること、また先日交付された予備自衛官等の兼業特例法に対する指摘についても事実に反するなどの発言が続いているとし、これまで防衛省や自衛隊がこれらの言葉を大会的に利用することは異例と見られているが、あなたどう思ってるんですかっていうことを、聞いたらですね、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさと複雑さを増しています。 SNS が社会に浸透し言論空間の中でも重要な存在になっている中、自衛隊の活動や制度に関する誤った情報を放置し黙っているだけでは嘘を本当になりかねません。事実と異なる情報や誤解を広がることは、さらには自衛隊の人材確保には影響を及ぼしかねないって言ってるんですけど、いや高市さんを支持しながらこれ言うのなんかのギャグなのそれとも高市さんへの皮肉なの、コードのSNS にデマ流してたっていう話が今広がってますよね。でそれがかなりもう角度の高い、ちょっと文春が言ってるだけじゃ済まされないレベルで、事実として伝わってるし、小泉さんだって被害者のはずなんだけど、その件に関してはね、それに関してSNS で誤った情報が広がってるから俺は何とかするんだみたいなことを、自分が首相になればこの問題は解決できるっていう風にもしかしてお考えなんでしょうかね。正直高市さんって X でやってること同じだと思うんですけどね。はい。ということで、ケイトさん、コンカラスです。ブーメランがいっぱい。すべて国民は法の下で平等であって差別されないにがっつり違反している極右だから仕方ないけど民主主義は大丈夫なんでしょうか。政府のトップが高市や小泉みたいだと自衛隊のトップもその傾向になるでしょう。予算が欲しいでしょうし、いやそうなんですよね。シビリアンコントロールの弱点というかね、イスラエルもそうですけども、極右の人間がトップに、制服のトップになってしまうと、そっちに引っ張られるわけですよ。文民が言ってんだからいいだろうっていう方向にどうしても軍人さんは考えがちなので、はい、やばいですよね。だから絶対やっぱり極右をね、軍隊を指揮できる立場にしてはいけないのですが、それで大体の国家が失敗しているので、でも日本は本当ね、第一次世界大戦の時にもう本当国が滅ぶところまで追い詰められたのにね、また第三次世界大戦を起こす気でいるんですかね。冗談じゃないよっていう感じなんですけど、いやほんとギャグで言ってんのかなと思いますよね。嘘も言い続ければ本当になるんだっていうね、1984なのかな。小泉さんが首相になったらカラスマラジオ週3回やらなきゃいけない。いやさすがにそれで動画出してたら死んでしまうな。動画はね頑張りますが、ちょっと配信はマイペースにできるだけ週にやるけど、いやでも言いたいこと多すぎて本当終わんないんですよね最近ね。ラジオは現在1点で取り上げる話題が多すぎて大変なのに、いや本当大変なんですよマジで。これだってもうね、普段の配信と違ってね、ファクトチェックに関してもそこそこにね、とりあえず目についた情報というか公式情報とかね、そういったところから知ってるアカウントさんとか拾わないようにしてるんですよ。フリートークでは危険なんで、でもだからね、カラスマ時事雑談に比べるとちょっとかっちりしてないところはあると思うんですけど、それでもねやっぱり言いたいこと多すぎてね、この分量になるんですよね。なんかただ用意してるだけでこうなるっていう、無理ミンズ無理っていうですね、真実は自民党が作るっていうですね、いやほんと勘弁してよっていう。で防衛省公式なんですが、本日17日交付された予備自衛官兼業特例法について、一部が公務員が予備自衛官などに志願しなければならなくなる。この法律は実質徴兵制だという指摘がありますが、これは事実に反するものであり、予備自衛官などでの採用はあくまで本人の自由意思に基づくものであると、防衛省は言ってるわけなんですけど、あたかも強制が存在するかのように言う左翼どもはどうなっているんだみたいな。いや
だから別に志願制じゃなくなるなんていうことは誰も言ってないじゃん。誰も言ってないし、今批判してるの徴兵制だって経済的徴兵制の話してますよね。いや、わかるわかる。特攻隊志願制だったもんねって。いや、誰でもこういうツッコミ入れるでしょっていう話ですよね。はい。だから志願制だったら何もかも済まされるのかっていうと、そんなことないでしょね。強制性の有無を言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その予備自衛官としてのそういうね、有事とかが起きて、招集をですね、公務員の人たちが圧力をかけられるようになったらどうするんですか？そういう危険はないんですか？兵役をね、良心的兵役拒否ができるようなシステムになってないんじゃないですかっていうような指摘をみんなしているのであって誰も明日から徴兵制が始まるなんてことはね、もちろん陰謀的な人たちは言ってるかもしれないですよ、一部の私そんなこと言ってないしもうだから全部ストローマン論法ですよね。左翼は陰謀論者に決まってるからそういうことを言ってるに違いないみたいな前提で話をして殴ってくるわけなんですけど、こっちはそんなこと言った記憶がないからね何言ってんだこの防衛省って怖いなとしかいう印象しかないですね。はい。アンナ A さんがコカラスです。自衛隊が一気にやばいことになっていることは一般層に届いている気もしないでもないのですが、自衛隊に入隊する人が減る流れってありえないのですかね。まあでも順々に減ってますからね。だって少子化でやっぱりそもそも人間がいないですから、自衛隊問題はね、人口問題は解決できないと思いますよ。だって外国人兵士は死んでも入れたくないんでしょ解決不可能だと思いますけどね、私は。ガズさん、コンカラスです。1個目の重大発表はですね、終わりましたが、ですね、ちょっと改めてすいません、今来た方がいらっしゃるので、スカーレッタ・クローワルツの、すずりショップを開店させていただきましたというか、音花風花さんが開店させていただいたんですけれども、そちらでですね、ですね、イラストレーターの一ノ瀬さんの、グッズを販売しております。よかったら概要欄のリンクから飛んでみてください。はい、よろしくお願いします。いやなんかね、本当ね、我々は右翼団体ではありません。特に政党に所属しているわけでもございません。よろしくお願いしますという感じなんですが、なんででしょうね、この右翼団体っぽさ。おかしいよね。デザイン変えろやっていう。なんかね、グローバルな感じを出しているのにもかかわらず、なんかね、すげえ、もう、右翼団体みたいな発信を続けているんですけど、なんか本当ね、トランプの戦争ショーみたいになっちゃってますよね。はい。志願性同調圧力、頭がって何なんでしょうか、この右翼団体っぽさ。志願はここに追い込まれます。重大発表はあと一つ残っています。なんか左翼で一括りにされることがあまりに多いです。友人もそう勘違いしてますし、いや、本当にね、だから、お前なんか、なんだろうね、私確かに、反差別主義の左翼なんで、そう思われることはあれなんですけれども、例えばなんかね、なんだろう、もちろんその人たちが悪いわけじゃないですよ。だからお前斉藤元彦のカウンターとかやってるんだろうとかね、斉藤知事に対して誹謗中傷のなんかプラカードを出したじゃないかみたいなことも言われたことあるんですけど、いや出したことないって斉藤知事のことは相当批判してるけど、さすがに大阪行ったことないし、大阪行ってまでプロテストやったことないし、だからその大阪済みの人のリポストとかはしたことあるかもしれないけど、私は実行したことはないし、ましてや誹謗中傷してないよっていう。もうなんか多分イメージでほんと決めつけてますよね。左翼だったらみんな同じだと思ってんのかな。ということでご配慮、いやいやとんでもないです。来てくれてありがとうございます。本当に、解約権され集団的自衛権の制限がなくなった時、さらに志願は減るでしょうねっていうね。いや、本当そうなんですよね。そして、小泉の暴言といえば、この前の話についてなんか補足してくれました。火曜日のですね、烏丸時事雑談16日の方で取り上げさせていただいた話なんですけど、小泉防衛大臣が戦艦三笠の模型をインドネシア大統領にプレゼントするというハラスメントスレスレの行為をした件について、なんでこんなことしたのって、プラボーさん怒っちゃうんじゃないのっていう、ツッコミが入っていたんですけど、これについては、
は、有識者の方が解説した通りですね、プラボー自身が、そもそも軍国主義者であると、軍事リーダーシップにおいて尊敬する軍人及びリーダーの一人として東郷平八郎を挙げ、日本海海戦においてヨーロッパの大国を軍事的に破った最初のアジアの国へ導いたとして、その戦略的能力を称賛しています。日本海海戦において東郷が、連合艦隊司令長官として乗船した戦艦が三笠であり、現存する日本最古の鋼鉄戦艦であるので、日本遺産の構成文化財にも認定されています。だからプラボーさんをお喜びしてましたよというですね、私のチョイスは間違ってなかったんですよという。いやまあ確かにそうなんだけど確かにそうなんだと思いますよ。プラボーって軍国主義的な人なんで、そうだと思うんだけど、だからそういう国に武器輸出とかって考えてるのやばくないですか戦前回帰ですよね。だから東郷平八郎を尊敬してる人にこの人ミカサのね、それを知っててわざとプレゼントしたんですよ。ミカサの模型を。こんな危険なやつおるって思うんですけどね。でも右翼の人たち誰もそれを指摘しないからな。もうなんか戦前回帰を隠してもいないですよね。はい。例えば祖父は軍隊で志願したのはそういう空気だったからだと言ってましたっていう。まあそうでしょうね。当時のだって人たちだってみんなね、極右だったわけじゃないし、そんなね、裸足の弦に出てくる右翼のおじさんみたいな人たちばかりだったわけじゃないでしょう。大体はな、なんか弦のまあ家族とか周辺にも多いですけど、いや今はね、仕方がないんじゃって言って戦争に参加しちゃった人たちですよね。なんか元締めが左翼にいるはずという妄想から抜け出せない。ああ、なるほど。まあそうですね。やっぱり陰謀的な思考なんでしょうね。なんか左翼はどっかで繋がってるはず。繋がってねえからってむしろ喧嘩ばっかりしてるからっていうはい。ですね、大統領とインドネシアの人民の区別がないですねって。いや、本当にインドネシア人民に対してはね、普通に心を傷つける行動だったと思いますので、だから小泉ね、その点だけでも批判されて叱るべきなんですけど、まあ、プラボーが喜んでるからいいだろっていうですねもうめちゃくちゃですよね。はい。大統領変わった後のことは考えてないと思います。まあ、プラボーさんはしばらく権力の座には収まると思いますけどね。うん、そう、なんかかっこいいのプレゼントしてあげそうぐらいしか考えてなさそうですよね。ちなみに戦艦三笠なんですけど、この艦名って三笠山なんですね。三笠山って奈良県にある山なんで、まあ、霊峰として知られているんですけど、新大山って嫌な言葉だな。北海道にもね、三笠っていう地名あって、私、これはさすがに関係ないよねって、アイヌ由来じゃないのかなって、漠然と思ってたんですけどね、これ同じらしいんですよね。三笠山由来なんですよ。だから奈良県奈良市がね、またここで嫌なタイミングで登場するんですよね。まあちょっとここトリビアなんですけれども、私も調べててびっくりしたので、はい、ちょっと皆様に共有します。だから三笠山から始まり、戦艦三笠があって、まあ、北海道のね、まあ、植民主義者の人たちがつけた名前だと思うけど、そこにも三笠っていう地名があって、まあ、北海道にはね、でかい自衛隊基地とかいっぱいあるので、はい。なんかなーという感じですね。いやー、わからんわというですね。私こんなものもらっても処分に困るけどな。はい。皆さん、よかったらですね、スカーレッタ・クローワルツカフェで、こちらの、グッズ等を販売しておりますので、こういったものを購入してください。戦艦三笠の模型じゃなくて。はい。関西ではどら焼きのことを三笠って言ってる。あ、それも三笠山由来なのかな。三笠山伊月っていう漫画家がいてですね。あ、そうなんだ。その方はちょっと知らないです。めっちゃ植民地主義で最悪っていう。だからアイヌの人たちから奪った土地で三笠ってつけるセンスやばいですよね。本当に。恥ずかしいですわ。はい。でもそういう意識のない人が多いんだろうな。はい。三笠の闇に入れし月かもの三笠。ああ、なるほど。あ、それで三笠山伊月さんなんだ。はい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 。すいません。ポツッとわからなかった。ああ、そっか。これ、梅干しの謎の人かな。なんかやばい。世代が。ですね、漫画家の人ですね。はい。知ってたわ。全然、知ってる人だった。関西ではどら焼きのことも、三笠っていう話読んだかな。ということでですね。まあ、三笠についてのトリビアの話はこれぐらいにしとくんですけど、ただ小泉さんは、もっと謝らなきゃいけないことありますよね。プラボーの件もそうだけど、まあ、プラボーはまあどうでもいいとしても、戦車砲弾破裂事件の件どうなっ
ったんですかと思って、私ニュース検索してちょっと衝撃を受けたんですけど、実弾射撃訓練が再開されてます。信じがたいんですけど、はい。しかも、未だに、原因は、不明でございまして、10式戦車は、原因調査終了まで、まあ、なんかね、使わないみたいなことを言っているんですけれど、いや、そうじゃなくて訓練自体中止しないよっていう、何考えてんすかね。非重大で4人が死傷した、痛ましい戦車の砲弾破裂事故がありました。4月21日に実弾射撃訓練を行っていた10式戦車の砲塔内で砲弾が破裂し、自衛隊員4人が死傷し、この事故を受けて非重大演習場での射撃訓練を中止、ということで4人中3人が亡くなっております。だからこれさ、思いっきり、だから自衛隊不祥事だから、小泉さんが責任持って原因調査しなきゃいけない話だし、まあ、直接的なね、責任はないとしても、今後どうするかっていうのは、防衛省とかで小泉さんが決めることですよね。実弾射撃訓練を再開してんですよ、5月25日から。何考えてんのっていう。っていうかもう自衛隊ってこういうノリなんですね。だって3人死者出たんですよ。信じられないっすね。はい。だからなんかほんと戦争になとか有事になってもこういうノリで話を進めていくんだろうなと思うとちょっとゾワッとするものがありましたね。はい。まあ、そろそろ原因が解明される頃なのかなという期待はなくはないですけれども、もしかしたら原因解明されてもね、公表しないかもしれないですよね。この感じだったら。怖いなと思います。はい。そうですね。哀悼の意を表し、英語というより哀悼の意を表しますでしたらね、宗教関係なく使えると思います。哀悼の意を表します。私のおじもリタイアしました。札幌駐屯地にいました。ああ、そうなんですか。へえ。そう。だから札幌にもね、たくさん自衛隊の方いらっしゃいますし、っていうか私のね、同級生も自衛隊入ってるし、まあ別に仲良くないんですけど、はい。全然身近な存在ですから、なんか突然なんかね、そうやって暴力装置って言ったらプチ切れて差別だって言われるのもね、なんか心外なんですよね。別にその立憲の発言を支持してるわけでもないんだけどっていう。はい。ですね。お悔やみ申し上げますとか、そうですね。安らかにお眠りくださいでもいいですかね。これも結局人的ミスにしそうですし、航空自衛隊の事故は何度かそういう結論になりましたって。ああ、前科があるんだ。いやー。ですね。だからね、そう、公表されたらね、普通って言ったら何なのかわからんけども、大体責任取って誰か辞任するとか、なんかするでしょうって思うんですけど、非重大演習場ではですね、何も起きてないんですよね。だから、自己調査委員会の結果待ちなのかもしれないですけれども、そもそも小泉がこの件に関して沈黙を決め込んでいるので、最初はね、もちろん哀悼の意は表してるんですけど、それをして以来ですね、何にもしてないんですよね、彼は。やっぱり本当自衛隊の命に興味ないんじゃないかなって思うんですよね。はい。レストインピースか。なるほど。ありがとうございます。自衛隊の名誉云々声高に言ってますが、維新は自衛隊の待遇改善に反対してましたということで、なんか馬場信之さんが、小泉進次郎さんに乗っかって寄せばいいのにですね、小勝影はとんでもないみたいなことを言っているんですけれども、はい、日本の維新の会はですね、一貫して自衛隊に反対しています。それは悪い意味で反対しています。防衛省の歳費の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、要は自衛官の人たちの給料アップをしようよっていうのに対して、日本維新の会は全員が反対しました。はい。日本共産党は全員が賛成しました。はい。これなんか左翼の勝手に作ったプロパガンダだみたいなことたまに言ってる人いますけど、事実ですからね。ちゃんと調べればわかることだから。はい。待遇改善はね、ずっと共産党さん言ってますから、だからパワハラ、モラハラ、セクハラをなくして待遇改善すれば、人員だって集まるんだから、そうやってしなさいよって、いい職場にすりゃいいでしょっていう。予算の付け方間違ってるだろっていう話をずっとしてんだけど、話聞かないんですよね。特に維新とかそれに近い人たちは。
まあ、ただこいつら何考えてんだとは言いたくなるんだけど、これは意外でもないという、自衛隊を称賛し誇りとして持ち上げるような政治家ほど実際の自衛隊員の待遇改善には冷淡で無関心です。社員にやりがいばかり求める、搾取的なね、先ほどありましたけど、経営者が給与や福利厚生改善には後ろ向きなのと一緒でしょうということで、要はやりがい搾取ですよね、これ。日本万歳とか、そういう、愛国的な思想の人たちを、自衛官にしようとして、経済的徴兵とかもどんどん進めようとしているわけですけれども、その一方でね、だから自衛隊の人たちの待遇改善には何の興味もなくて、むしろやりがいで搾取してるから、貧困状態にある方が都合がいいぐらいにしか思ってないんですよね。はい。本当どうしようもないなと思うんですけど、だからこういう人たちに使われる自衛官の人たちも不幸だっていう話をしないといけないんじゃないかと思いますし、リベラル派の人たちはやっぱり自衛隊の給料上げようって言った方がいいと思いますよ。ミサイルじゃなくて、自衛隊の給料改善に使いましょうよっていう話をした方がいいと思います。はい。ですね。そう、維新の会は自衛官を冷遇しており、日本共産党だけがね、待遇改善を言ってるんですよ。維新は予算削ることしか考えてません。明らかに不適切対やりがい搾取と。池田さん、上げ足を取るここからです。上げ足を取る意思とはありませんが、挨拶は仏教用語。あ、そうなんだ。ごめんなさい。そうか。ありがとうございます。確かに挨拶って日本国憲しか言わないですもんね。なのに軍事費は右肩上がりなのは不思議です。職業差別だと切れるのであればとっとと待遇改善しろよでしかないです。私のいとこも自衛隊に入ったのですがパワハラいじめに耐えられず辞めてしまいました。ちょっとすいません。非常に痛ましい事件があるのでちょっとこれも取り上げるんですけれども、ちょっと閲覧に注意してください。部下をからかった海曹2人を停職処分。部下はその後に管内で亡くなるということで、これもね5日に報道されているのが、小泉がね好き放題なこと言ってるので蒸し返されていたんですけど、私もすいません、このニューススルーしてしまってて知りませんでした。海上自衛官輸送艦大隅の艦内で部下の隊員が死亡する原因となったからかいの行為をしたとして、パワハラですよね、どの過ぎた。海事呉地域放送幹部は、40代の2等海曹を停職7ヶ月の懲戒処分として発表した。停職7ヶ月で済む話なんですかね、これは。だって常習的なおそらくパワハラだったわけですよね。で、なんかね、給料もらえていいなとか、何もできないのにもらえていいなとかいうことを、言ったらしいんですけれども、それだけでね、いきなり命を絶つっていうのって考えられないと思うので、おそらく、二等海曹に関しては23年5月にも別の会員に対して暴行を伴う指導をしたことがあるということで、なんでその時にクビにしなかったんだよという。だから、パワハラ、セクハラのとかの常習犯を放置しておくと、必ず同じことを繰り返すんですよ。だって、怒られないわけだから、だからですね、本当にね、やっぱり自衛艦隊の内部がですね、どうしようもなくなりつつあるんじゃないかというような心配しかないですし、こういうことに対してね、放置しておきながら、なんかね、自衛官の人たちの、差別は許さないみたいなことしか言わないっていうのはね、ちょっと本当順番が違うと思いますよね。あなたたちできるんだから自衛官の人たちの待遇改善しなよっていう。はい。そうですね。退屈も挨拶もそっか、仏教用語なのか。そうですね。小勝景さんのはね、貧困差別なんですよね。あれ本質はね。子供が貧しいみたいなこと言っちゃったから問題になったのであって、自衛隊を侮辱したっていうようなことを言う人が多いですけど、それとはちょっと違うなと思いますよね。はい。貧困家庭の子供はっていう主語で話したのが問題ですよね。人が死んでるんで、その人にはそれほどの価値しかなかったんですかと。なんか事実上の軍事裁判ではと思ってしまうし、なんできちんと裁判所に書けないんでしょうかっていうですね。いや、ほんとね、軍法会議かもしれないけど、パワハラセクハラに甘すぎですよね。亡くなってる時点でからかいとかハラスメントではなく傷害致死でしょうというですね。はい。
さりげなく暴行と指導が接続されているしっていう。だからね、本当自衛隊の、五ノ井さんの告発とかの時も思ったけど、内部体質が本当にやばいんだろうなっていうね、絶対入りたくないですよね、この職は。申し訳ないけど。はい。私だったら拒否するもん。自分がね、肩骨隆々な人間だったとしても、やっぱ嫌ですもんね。だから思想の問題じゃないんですよ。働きづらい職場だから誰も来ないでしょっていう。はい。いや、もうヒムパシだし、マッチョだし、ホモソーシャルですよね、おそらく。はい。ということで、そんな組織なんですけど、責任を取らないといえば、この事件も放置されてますよね。未だにね、つぐみさんもクビになってません。野党に対しては、粘着質に起こるくせに自分の言動、行動には一切責任を取らない。米軍の性加害は看過ですかと。この写真についてはどう思ってるんですかって、つぐみまいさんはどういうやって処分されたんですか？処分されてないですよね。何も責任取らないで終わりにすんのというですね。はい。だからこういうだから都合の悪いニュースとか自分のやらかしたことには全部目を背けてですね、なんか全て共産党が悪いみたいなことを言われても、いい加減ね、最初は確かにその右翼の人たちもそれで盛り上がってたけど、いい加減騙される人も少なくなってきてるんじゃないかなと思います。こういうツイートがバズるようになってきているので、私もこの事件を知ったんですけど、はい。だからですね、だからあまりにやっぱり小泉の意見が偏ってるし、トンポリですよ。トンポリだし、いわゆるポジショントークですよね。自分たちに都合のいい身内だけをかばい、敵対勢力は悪く言うけれども、都合の悪いことは一切言わないというですね、あまりに露骨なダブスター人間なので、はい。だからこんな人が首相になったら、本当とんでもないことになりますよね。はい。つぐみさん自体は今のところ処分に反対する。そうですね。自衛隊全体の責任だと思いますよ。はい。と思いたいんですけど、スレッズのスクショを見ているというですね。そうですね。なんだろう。だんだんね、X ではこういうポストが回るようにはなってきてるんですけど、私のね、配信で見てたね、スレッズとかではですね、未だに小泉ファンの人たちすごいからね、ちょっとでも悪口言うと突っかかってくる人たちがいるから、何なんでしょうね、彼らはマジで。政治家としての成果って育児休暇の取得しかないんじゃないでしょうか。それは確かに良かったですね。はい。いやだから、環境保護だってさ、方向性をああやって間違えなければ、そんなにね、そこまでは邪悪だとはね、私は思ってなかったんですけど、なんかほんと残念ですね。防衛省になってからなんか、ね、邪悪な部分をむき出しみたいな感じで攻撃的になってしまったので、それはね、高市のせいもあるかもしれないですけど、ダメだと思いますね、こんなんでは。で、このノリで多分首相になろうとしてますからね。感度がほぼないように見えるので、野党がいくら攻め追及しても効かないところがあり、そこが怖い。そうですね。なんか知らないふりしますからね。だからそれもやっぱり、なんか天然だとかって言われて好かれてた面があるじゃないですか。でもあれやっぱりわざとやってたんですよね。怖い人間だなと思うし、やっぱ悪い意味で父親に似てるんだよな。あんまりね、血筋みたいなことは言いたくないですけどね。はい。政治家が自国の国民に命令して他国の国民を殺戮させる行為は戦争と呼ぼうが防衛と呼ぼうが自衛と呼ぼうが等しい行為です。深刻なことであっても敬意が払われるべき行為ではありません。そのことを思って胸に手を当ててジーンとなっているようなタイプの人はかなり騙されていますという、これだけの話なんですけど、小泉さんに騙されてる人はこういう感じで騙されてますよね。尊い行為じゃないんで、騙される必要ないですし、小泉さんは自分が騙されてるふりをしているだけなので、悪いけど邪悪だと思いますよね。はい。家庭でもハラスなの？それはやばいな。それはまずいな。いやー、なんかでも確かに文春はもしかしたら、知ってるのかな、そういう話も。いや、なんか家庭内スキャンダルとかそういうことでなんか政治家辞めさせるの私は嫌なんですけどね、政策とその人のイデオロギーがもうあくまで問題なのであって、あれだけど、でもただ、家庭内暴力とかやってるんだったらね、それは論外なので、安倍晋之助と一緒ですよね。はい。当然首相の資格などはないと思います。
最後にちょっと自民党の話して終わりにしますが、自民党支持率ついに下がりました。22.8% に下落、解散効果がなくなりました。前月比 5% さらに5ポイントさらに下落して、22.5% の水準に低下。同党が対象した衆院選直後は 30% あったんですけど、まあちょうどね 8% か 10% ぐらい減ったっていう感じですね。はい、特に女性で40代以下の人たちが大量に離反していると。で、まあ高市さん本人の支持率はまあ50% から 60% ぐらいはまだあるだろうと言われてるんですけど、彼女も 5% ぐらいは減ってるというふうにいろんなまあ調査が出てまして、 53% とか 55% とかっていう結果も報じられるようになっています。なのでですね、やっぱり女性層が相当離反しているのではないかと。まあ X のノリとか見ててもわかりますよね、それは。スレッズでもやっぱりね、特にね、あんまりその若いとか女性とかジェンダーで決めつけるのも良くないんですけど、やっぱりバズツイはね、そういう人たちから発せられてる確率は結構高いですね。自分でそう言って、自分でそうやって私はこの世代、子育て世代で女性ですがみたいなことを言って、高市さんを批判してる人は多いと思います。はい。北州さんのポストが日本映画を思い出すとぐさぐさ刺されて、北州さんはなんか今回っていうかずっと東大の件からね株を上げ続けてるんですけど、藤崎先生はやっぱり思想史研究されてるからで説得力がありますよね。はい。すごいなと思います。なんかちょっと申し訳ない。なんか私が勝手に舐めた態度を取っていたかもしれません。妻が指輪をどこかに落として小泉孝太郎氏が必死に探してた中で当人はムスッとした何もしなかった。どういう状況なんだそれ。なんで孝太郎さんが探してたんですかね。怖っ。ありがとうございます。いやー、ただ、今ではもちろんね、そういうのは噂に過ぎないですけどね。はい。政治家としての評価に直接関係あることではないけれども、家庭内暴力とかがあったらね、もちろんね、政治家として論外なので、はい。っていうことですよね。それでもほんと支持率高いですよね。まだ 50%、22% もあんのかよっていう、これを切り崩さなきゃならんのかっていう、ちょっとうんざりしてくるんですけど、ただ高市さんとね、自民党の支持率がある程度連動しており、そして自民党の支持率は相変わらず、20%ちょっと超えるぐらいしかないという状況には持っていけたので、ここからだと思いますよね。まだまだ下げるべきだと思います。学生時代の図書館に置いてあってよかったのは裸足の弦ですね。下がっても次の参院選挙で野党が自民党に勝てるビジョンが見えない。いやー、野党は本当に再編しないとまずいですね。はい、野党再編といえばですね、国旗損壊罪がこの前通ったわけですけど、これ刑事法の定をなしてないというですね、論評が出ております。自民、維新、国民民主3政党の、体制抑散4党は、日本国旗を損壊する罰する法案を共同で国会で提出したわけですが、これに関してはおそらく可決されるという見込みがあるわけですけれども、法律の定もなしてないというですねそもそも何を罰するものなのかわからないみたいな、例えば日の丸が書かれた扇子はもちろん国旗ではないし、日の丸がプリントされた T シャツも国旗ではないので、今後は罰印が書かれたこのような扇子や T シャツが抗議の場に使われるかもしれない逆効果であると。さらに、国家法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、同法の規格と異なっても国旗とみなされれば処罰されるとしていると。アニメやゲーム等は、対象外で、芸術的表現も含まないとしているが、過罰的行為の輪郭は非常に曖昧である。国旗に罰印をつける行為や真ん中をくり抜く行為や小泉進次郎の額に、国旗をですね、貼り付けるような行為は損壊、汚損、著しく不快に当たるのか、全く判然としない。結果は同じだが、最初から黒い丸が書かれた布や穴の開いた布を、穴開きフラッグですよね、を作るのは結果が同じであってはもちろん国旗損壊ではない。汚い字で日の丸に頑張れ日本と書いたり寄せ書きする行為はどうなるのか、河合祐介のようにマントをまとう行為はどうなのか、書かれた内容や意味はあるのか、そのような国旗をデモ行進で振り回すのは大丈夫なのかということで、
まあなんかね、最近右翼の人たちがあんまり日本国旗を振り回さなくなったみたいなね、面白的な、まあ面白でも済ませちゃいけないんですけれども、こともあるんですけれども、ただ表現をほんと萎縮させてるだけで全く意味がないと思いますね。何なんだこの法律、意味がわからんっていう、話なんですけど、維新とね、高市さんはわけのわからない感情的ポピュリズム法を作らないでください。はい、お願いします。有久今時さん、コンカラスです。国家主義者っぽいこと言えば褒めてくれる層が少なからずいて、そこに味を占めてる小泉は嫌です。彼自身特段しそうな、そうですね。そうですね。まあそこがまた怖いところではあるんですよね。本人は何とも思ってないんでしょうね。だから多分本当にポピュリストだから、今の世の中の風潮が右いから、そういう風にチューニングして自分を演じてるだけなんでしょうけど、でもそういう人って、まあ、だから、自分の信じてるものみたいなのは何もないから、やっぱり怖いですよね。世の中次第でどうとでもなってしまうっていうのが恐ろしいですし、まあ極右の人たちにああいうのが操られるとね、怖いなと思いますよね。そうですね。参政党の支持率上がってますからね。マジで怖いですよね。また参政党復活すんじゃないかとも言われてますので、高市がいなくなったらいなくなったで、それはそれでやっぱり小泉が来るかもしれんし、参政党が来るかもしれんしで、恐ろしいなと思います。体制抑散党は滅びるべきです。他党の議員を小馬鹿にしたりするのはプライベートでもモラハラっぽい。いや、確かにね、共産党さんにやってること完全にモラハラですからね。はい。あれは本当腹が立ちました。はい。よかったら面言で取り上げてるので見てください。夜中に道路に日の丸書いたら誰も通れなくなるのかっていう日照期って寸法がきっちり決まってましたよね。それに外れる旗は日照期でないということで良いのでしょうか。はい。私もだから寸法をわざと崩してんですよ。今回のサムネ。だからあれ日照期じゃないんですよね。ただの冷えピタなんですよ。はい。どうなんでしょう。NFQ さん、コンカラスです。お子様ランチの旗みたいに日の丸弁当は別にするみたいな文言を出しますかで。なんかそういう例外規定が不足みたいな感じで何十行も書かれてたら、それはそれで、なんか、なんて言えばいいんだろう。もうなんか終わった国がなんか作ってる終わった法律みたいな感じで、アメリカの人たちに、アメリカはさすがにバカにする資格ないと思うけど、本当にイギリス人とかだったらそれこそバカにしてきますよね、きっと。日本人って何考えてんのって、この法律成立してると思ってんのって何も成立してないけどさ、みたいな、ちょっと感じになりそうですけどね。高市は衆院選の時国旗損壊罪ができなかったのをずっと野党のせいにしていたが、ずっと自民党が法案として出さなかったのが原因で、自民党もこの法案が問題だと認識していたのか、というか岩屋さん反対してましたからね。岩屋さんと石破さんが反対なのに提出するわけないですよね。はい。まあ二人を信用してるわけではないですけども、まあそこら辺はやっぱまともだと思いますよね。ツイッターで国旗再生で検索すると出てくるような動画はどうなんでしょうか。国旗再生なんか国旗があれですか、ぐわーって再生されるんですか。どうなんでしょう。ちょっと見てみるか。いやー、でもなんかな。でも絶対右翼の人たちの方が危ないですよね。私たち左翼はね、確かに燃やしたりする方も中にはいらっしゃいますけど、ほとんどいないじゃないですか。岩屋さんもそれこそ言ってたと思うけど、そもそもそんな左翼もういねえんだから、なんだろうね。問題にならないだろ、そんな法律っていうような話。そっか、こういう動画か。はい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 。バラバラにした、ですね、国旗を逆再生してですね、国旗を再生しているという動画がありますね。はいはいはい。遠藤さんだ。すいません、このポスト知らなかったな。まあこれはね、右翼の人たちは怒るのかもしれないですけど、これは確かにどう考えたって国旗損壊罪には成立しないですよね。だってほら、これですよ、ほら。ね、復活しているでしょ、日の丸が。ほら、どんどんですね、マジカルにですね、このように、まあ実際だから逆再生されたら確かに国旗損壊になっちゃうのかもしれないですけど、これの逆再生動画はだってネット上に残されていないわけですから、ね、例えば悪意ある右翼の人間がこれを逆再生して投稿するってなると、それだと右翼の人間が国旗損壊をする動画を投稿したことになっちゃいますよね。
これ面白いな。はい。確かに、左翼がこのようにですね、逆再生で投稿する限りは罪にならないのではないかという疑念が生じますね。はい。縁起がいいねということで、はい。ということで、小泉と自民党の話でございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。皆さんにも動画の愛国パワーがですね、伝わってきたかと思います。そう、勝手に他人の著作物を改造したら著作権違反だし、確かに現実世界にはバラバラになった国旗があるんだと思いますよ。だけど、そんなのね、処分してしまえば誰にもわからないし、はい、その様子を動画にしてなければね、証拠にならないですよね。はい、頭いいなと思いましたね。教育現場での国旗での注目やれ、国旗斉唱の際の立つことを強制するのをやめさせなければならない。いや、全くそうですね。だからそういうところからファッションになってるんですよね。あれ、比較的リベラルって言われた小渕さんっていう人が作った法律なんだけどな。なんであんな法律作ったんでしょうね。意味がわからんと思います。まあ、自民党の体質なんでしょうね。はい。ということでですね。まあ、あんまりすいません。フリートークなので、真面目に構成とかを決めてこなかったんですけど、ですね、イラン戦争についての話をちょっとしようかなと思います。マクロンフランス大統領がベルサイユ宮殿にトランプを招待いたしました。トランプ大統領は今夜ベルサイユでイランとアメリカの合衆国の合意に署名しました。この合意は持続可能な平和への道を築き、ホルムズ海峡の再開通を可能にするものです。素晴らしい、パチパチみたいなですね。いや、なんかマクロンなかなかやりますね。これは皮肉がきすぎてるでしょ。しかもトランプめっちゃ喜んでるんですよね。多分気づいてないこいつっていう。歴史に無知なトランプは上機嫌でイラン戦争の休戦覚書に署名し、世界はトランプを嘲笑しています。まあマクロンにまんまとはめられたという、やつですね。そう、曰く付きの部屋なんですよ。まあ、歴史に詳しい皆さんには釈迦に説法だと思うんですけど、ベルサイユ条約というものがあります。1919年にフランスのベルサイユで調印された連合国とドイツの間での講和条約の通称です。ちなみに、トランプのね、親父さんはドイツ出身ですね。はい。いやー、という。いや、ただね、マクロン的に不吉なのは、やっぱこの後第一次世界大戦の話だから第二次大戦に突入しちゃうはずなんですよね。それはやばいんじゃないのってちょっと思ったんですけど、どう考えなんでしょうね。はい。いや、ナチに対抗するんだっていう感じだったらまあ別にいいんですけど、あんまりマクロンってそういうキャラじゃないような気がするので、どういうつもりなんだろうなというのはちょっと思いました。皮肉がうまい。これはマジで気づいてなさそう。いや、多分マジで気づいてないんですよ。少なくとも後で知って怒ったとかそういう感じなのかもしれないし、下手したら、トランプの側近たちだからトランプに対して誰もこういうこと言わないかもしれないですよね。怖くて言えないでしょ。絶対怒るだろうし。はい。アメリカって学校で世界史勉強しないなんて。ちなみにまあ徴兵制の廃止などが含まれております。はい。まあただこの後ドイツ帝国というかドイツ国家がどうなってしまったかっていうことを考えるとね、あんまりまあ手を叩いて喜べない感じではあるんですけれども、はい。まあイランはですね、やっぱり不吉な感じになっているんですが、ただトランプはですね、なんか本当にすっきりしてしまったのか、なんかトランプとは思えないようなことを言い出しています。トランプ氏はイランが弾道ミサイルを持つことを支持しました。他の国々がそれを持っているなら彼らに持たせないのは不公平だという感じがするって
っていうことで、鈴木和人先生がですね、結構びっくりしてポストしてるんですけど、はい、他の国が持っているからイランも弾道ミサイルを持ってよいと言っているトランプ、一体何を食べたらこんなに意見が変わるんだというですね、はい、ということでですね、なんか突然イランを支持し始めたんですが、ホルムズ海峡に自衛隊は不要だということも、G7 で主張したそうです。トランプ米大統領は17日、G7 サミット終了後の記者会見でエネルギー輸送の要ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、日本の自衛隊を含む G7 各国の部隊派遣は必要ないと。これは確かにトランプの強がりというか、強気の発言という感じのニュアンスなんですけれども、高市氏に関与したいかと以前3月に聞いたけれども、高市氏は断った。高市氏については私の最大のファンだと強調し、彼女は素晴らしい仕事をしているなどと思っているみたいなこともほざいてはいるんですけれども、高市さんはですね、本当にホルムズ海峡に派遣したいみたいなので、またトランプがその野望を打ち砕くみたいなことになってしまったのかなという、なんか皮肉な話というかですね、もう訳がわからないですけれども何なんでしょうね、ほんとこの人はね。はい。だからトランプは最初からまともに相手しちゃいけないっていうか、その言動をいちいち真に受けてはいけない人なんですけれども、なんか高市さんは本当にね、自衛隊を本気でホルムズ海峡に派遣したいみたいなので、勘弁してくれよと思います。フルコース料理の力なんだろうかという。ただですね、皆さん、イランが完全勝利したことに結構素朴に喜んでる方もいらっしゃるとは思うんで、あまり水差すというかそういうつもりもないんですけど、イランはですね、本当に危険な国になってしまったという論評が出始めてます。イラン革命防衛隊がイラクに秘密組織を結成、米軍駐留の湾岸諸国を攻撃する目的だということで、勝利を確実なものにするためにですね、イランって本当に恐ろしいなって思うんですけど、密かにこんなことしてたらしいです。イラクの関係者8人がロイターに明かしたところによると、イランのイスラム革命防衛隊は米軍が駐留する湾岸諸国への攻撃実行のため、イラク国内に新たな秘密細胞を結成。それぞれ10人のイラク人シーア派イスラム教徒の精鋭部隊戦闘員で構成させる3、4の細胞。人数はね、本当に少数精鋭らしいんですけど、南部都市バスラやサマー近郊の砂漠地帯からクウェート、サウジアラビア、UAE 内の施設に対して7回のドローン攻撃を仕掛けたと。いうことでですね、イラクにはイラクのイスラム抵抗という新イランの組織がございます。ただそれとはまた別の組織で IRGC から直接指揮を受けてるらしいんですね。いやー、本当にすごいっていうか怖いな、イラン。だからもうイランもしかしてもっと泥沼化したら、アメリカをですね、後ろから奇襲攻撃をかけるつもりだった可能性もあるし、それにイラクの新イラン組織があるんですけれども、その人たちを巻き込むつもりだった可能性もあるっていうことですよね。怖っ。だから絶対こんな国に不用意に喧嘩売ったらいけないと思うんですけれども、今回ね、イランが事実上勝利してしまったことで、ますますやっぱり中東での存在感を増していくんじゃないかなという気はします。フランス行ったらフランス料理出されるんですかね。トランプ相手ならビッグマック出した方が喜ばれるかもしれない。戦争してる時点でさらにでかいマイナスなのにさらにマイナスを加えるとは、イラン国境は地雷除去いつまでも終わらないし、一般市民はかわいそうですっていうですね。はい。そう。だから結局ね、イラン側はね、戦争っていうか、戦いを終わらせる気はないので、戦争が終結してまた元の木阿弥に戻るように見えるかもしれませんが、死んだ何万人の人は帰ってきません。それに賠償金のように支払われるイラン再建資金の一部がイランで民主化運動や反体制運動をしている人たちの弾圧に使われるかと思うと、完封なきまでに最悪オブ最悪な攻撃だったと思うと。だからネタニヤフはね、最初から嘘なんですけど、イランの人民を解放するのだとね、彼らに民主主義を与えるのだみたいな、ブッシュ大統領みたいなことを言って開戦したわけですけれども、とんでもない。だからイランのね、組織にさらなる力を与えただけですよね。で、イスラエルもついに孤立し始めたので、ここでイスラエルにね、経済制裁とかを仕掛けて、もう二度とこういうことをさせないようにしつつ、イランはイランでですね、やっぱりなんていうか、こういうね、反人権的な動きは抑制する動きが国際社会の中で必要じゃないかなという気はしますね。
はい。失われたものは戻らないし、やっぱりイラン革命防衛隊の人たちは相当今回のことを恨みに持ってると思うので、だからますます強硬化する可能性が高いですよね。当たり前ではあるんですけれども、はい。で、ますますもってやばいのが、ドクターパパさんがまたちょっとこの方は悲観的なね、予測をする方なので、そこを割り引いてみる必要がありますが、アメリカは今回覇権国家のレッドラインに触れてしまっているのではないかと。戦略石油の備蓄が1983年以来の最低水準であり、ミサイルの弾倉が7週間でタードとペトリオットを約半分消費して、核では実質ゼロの回答なのに何も取れてないのに署名してしまったと。で、特にやばいのが、CCS っていうね、小泉進次郎さんも大好きな、アメリカのシンクタンクがある、軍事シンクタンクがあるんですけど、この集計によりますと、タード迎撃弾が5割超、ペトリオット5割、PRSM45%、トマホーク3割を消費ということで、どんだけ弾使ったのっていう、トランプの何も考えてないですね。むちゃくちゃなイラン空爆のせいで、弾はね、俺たちの弾薬は実質無制限なんだって、アメリカは最大の軍事国家なんだという、アメリカが最大の軍事国家なのは事実なんですけど、ここまで無計画に使ったら、それはね、超高級なタードとかなくなりますよね。当たり前でしょ。で、タードって何に使われてるかっていうか、何に重要かっていうと、台湾有事の際に、だから中国に対してこれで攻撃するって、アメリカは言い張ってたわけですよ。もちろん、表向きはね、だからその戦争するとは言ってないですけど、CCS のシミュレーションとかでは必ずこれが使われてたわけですよね。だから中国は今回の戦争は何もしなかったにもかかわらず、コストを積めば金の国は折れるということ、ミサイル飽和をさせれば米国の弾倉はすぐに枯れてしまうし、しかも補充に何年もかかるので、ドローン技術のある中国は圧倒的有利だというまたそういうですねだから結局もしかしたらね、台湾有事の布石になってしまったかもしれないっていう、悲観的な予想ですけど、逆になんて言うんですかね、超大国が小さい国に攻め入っても、小さいとか比較的弱い国に攻め入っても、その国のやり方次第では、例えば台湾はですね、あちこちに海峡もあるし、周囲にですね、東南アジアの諸国が後ろに控えてるんで、そういう国々をね、人質に取ったりして、戦線をですね、めちゃめちゃにすることによって、あと最新のね、ドローン攻撃とかね、サイバー戦を仕掛けることによって、かなりのダメージを大国相手でも与えることができるという、実績を作ったのも事実なんで、そういう意味ではね、有事が起こしにくくなったっていう見解の人もいらっしゃるんですけど、わかりませんね、これはただアメリカが弱体化して、ただでさえ習近平にこびるようなことをね、トランプは言い始めているので、全然怖くないなこいつらっていうふうに思われてるのは事実かなと思います。はい。ということでですね、米国は世界に不可逆の痛みを刻みつけるのが本当に上手ですねっていう、だから結局台湾の人たちとかが不安になってんのどうしてくれてんのって話ですよね本当に冗談じゃないよって、その代わりをまさか自衛隊が担えっていう話なんですかっていう冗談じゃございません。はい。だから日本はですね、なるべく中国をもうだからもう土下座外交でも何でもいいから、もうとにかくその戦争を起こさないようにですね説得しなきゃダメなんですよって思ってるんですけどね。枝豆家庭連合さんがここからです。中国は積んだって高橋陽一一生そのことしか言ってないですね。軍需産業破壊をしないといけない。二度と世界大戦全体の幸福と人権を金で消させないためにって。いや、ほんとそうですね。だから軍縮しなきゃダメなんですよ、今こそ。中国も巻き込んで軍縮させないとダメなんですけど、誰もそういう動きをしないのがね、本当終わってますよねそう。だから、ウクライナもこの前ね、モスクワに大規模ドローン攻撃があったりして、あれですけれども、ウクライナだってもちろん無病の存在じゃないので、今回の件ではその民間人から犠牲者は出ていないそうなんですが、民間人犠牲がロシア側にも全く出てないわけじゃないですし、このままねやっぱり泥沼化が進んでもやっぱり双方に得がないと思いますので、私はね当たり前ですけども侵略したロシアの方が 100% 悪いと思っているので、そういう意味ではウクライナ支持ですけど、
だからウクライナにできるだけ有利な条件で講和して、プーチンをね、追放して逮捕するのが一番ベストなわけですけど、なかなかそういう展開にならないわけですよね。はい。本当ね、パレスチナ問題と同じで、結局欧米諸国に解決する気が全くないのではないかっていうふうに思ってしまうんですけどね。トランプは1期目の時にアメリカは世界の警察官を辞める。確かに、世界の警察官辞めたのは事実なんですけど、ただのギャグみたいになっちゃうと思わないじゃないですか。トランプはだから、就任前にはね、私は平和の大統領だからね、戦争を起こさないみたいなことを偉そうに言ってたんですよ。嘘つけこらっていう。いや絶対こうなるだろうっていう風に予告してた良心ある人たちはたくさんいたわけですけど、その人たちの悲観的予測の通りになっちゃいましたよね。高橋陽一はなぜあれで識者扱いなのか。いや、そもそもね、経済の専門知識すら怪しいし、個人的に結構関わりが深い人が名字が違うもの同姓同名で気まずいっていう。っていうですね。だからああいうね、むちゃくちゃな陰謀説を唱える人を信じてはならないですね。いや、本当当たらないでほしかったですね。そしてホルムズ海峡が解放されるっていう風にして、ナフサ不足とか言ってた左翼ざまみたいなことを言ってる人が一部にいるんですけど、全く解決してないですからね。ホルムズ海峡は戦前の1日120隻、140隻から12隻から15隻に激減しており、それは今も変わってません。機雷除去に40日から50日はかかります。戦争危険保険は高止まりしています。原油価格が下がっても企業の調達コストは下がりません。封鎖の後もなぜ正常化しないのかということで、ロジスティックストゥデイさん、なんか日本最高のもうジャーナリズムになってしまった、ですね、ロジスティックストゥデイさんが、わかりやすく解説してくださってます。要はね、コストが高すぎるんですよ。代替調達って高市さんがね、ずっと言ってらっしゃるわけじゃないですか。代替調達は結構ですよ。代替調達は結構ですけれども、LNG とナフサに関しては、そもそも代替調達が他の国から取ってくるのが難しいんですよ。難しいものを、他の国から取らなきゃならないってなると、その代わりに何を積むかっていうと、お金を積まなきゃいけないわけですよね。お金を積んだら当然コストが高くなりますよね。はい。なのでですね、在庫運転資本、金融制裁コスト、単線料、サービス料、戦争危険保険料、海上運賃、商品価格というですね、こういう流れになっているので、最終的には全部価格に転嫁されるわけですよね。戦争の危険があるから、おそらく60日経って、正常にというふうに見える状況になったとしても、戦争保険はね、おそらく爆上がりして、そのままね、しばらくなると思いますし、それがね、解消されるのかっていうと、全く解消される見込みがない上に、61日目以降はね、イランは金取るというふうにまで言ってるわけなので、さらにコストがかかるのっていう。だから日本が結局そのねナフサとかの原油を中東に頼りすぎていたことが根本的な問題なんですけれども、お金の問題なんで、だからお金の問題を解決するのにねどうやってすればいいのかというのを今一生懸命本当は考えなきゃいけないことだし、だからこそそのなんていうか需要抑制をしてですね、節約してですねナフサ不足をなんとか耐えつつですね、備蓄を切り崩す計画的に使ってなんとかしようっていう話をしていたのに、高市さんが普通にねなんかガソリン補助金とか出すもんだからこうなっちゃったわけですよね。はい。伊沢さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ヒトラーを自称平和の使者を名乗っていた仕事に関わるので有志関連マジで何とかしてほしいです。代替調達じゃ不安ですっていうことで、いや本当にね皆さん不安でしかないですよね。いやだからガソリン補助金だけでも今すぐやめればいいんですよ。なんでやめないのっていう本当おかしい代替調達はですね、なんて言えばいいんですかね。代替調達じゃない。代替調達はそりゃね、コスト高くすればできるかもしれないですけれども、せっかくのね、備蓄原油をガソリンにしてしまってるわけじゃないですか、今。だから、本来だったら全てナフサに回すべきものを、ガソリンに回しちまってるもんだから、ますますナフサ不足になってるわけですよね。
で、カルビーとかがああいう風に言ったのに、それこそね、小泉進次郎じゃないけど、知らんみたいなね、そんな事実はないみたいなことしか言わないもんだから、しかも X ポストでしか言わないわけですよね。そりゃこうなりますよね。で、円安止まらないから購買力が低下するんですよ。はい。もう為替も161円です。またこれも調達コストを重くしています。ガソリン補助金でやってるふりをしたいだけなんでしょうね。はい。だから本当高市政権の経済施策だから思想の右左関係なく経済を崩壊させようとしている、経済を悪くしているっていうのがねほぼ確実なんだから、それは全て高市さんとか片山さつきさんとかの責任だと言っても過言ではないじゃないですか。だって彼ら責任者だからね。なのにもかかわらずやっぱりそこを誰もねあんまり問題にしないっていうのはね、なんでなんでしょうね。いや、それは抽象動画だって重大な問題ですよ。それはわかりますけれども、なんかね、ずれてますよね。日本の人たちは本当に。自分の生活を直撃する問題なのにね。はい。結局この危機の恐ろしさはホルムズ封鎖ではなく大丈夫だと言われ続ける中で現場だけが静かに削られていくことです。原油価格は戻るかもしれないが潰れた会社は戻らない。そして代償は数年後になぜ日本は製造できなくなったのかという形で国民全員に返ってきますというですね。不吉な予言ですけどこの方のおっしゃる通りだと思います。はい。いや本当にそうなるよ。だって塗装業の人とか次々辞めてますからね。で、お辞めになって別の職業に行く人とかもいるし、だってしょうがないじゃないですか、生活できないんだから。だからね、そういう技術を持った人たちを次々辞めさせて何がしたいのって国が危機に陥るだけじゃないですかって思いますけどね。もちろんガソリンとナフサの生成調達比率を極端に変更することはできないですよ。極端に変更することはできないけれども、ガソリンとナフサってどっちもその形質なので、どっちを優先するかっていうのを配分できるらしいんですよ。私もね、科学の専門知識がないんで、ちょっとあれですけど、だけどガソリンを生成する方が得になる状況下ではみんなガソリンを生成したがるので、今回の補助金がジャブジャブ出てる状況ってのはまさにそれなんですよね。だからガソリンに最大限のブレーキをかけておけばみんなナフサの方を作るはずだから、原油からねいろんなアスファルトからナフサまでいろんなものができるわけですけれども、ナフサに誘導するっていうことは少なくともできたはずなんですよね。アメリカは結果として日本に経済的攻撃をしたものではって、いや本当にねアメリカとイスラエルによる攻撃なんですよ。だからなんでそれに対して怒らないのって思いますけどね。もう私も怒りは通り越して呆れてますけれども、イスラエルとアメリカに対してはこの2年間ずっと起こってるのにね。そう、為替介入ももうできないですよ。あれだけ介入しても結局下落を止められなかったし、だからね、ほんと片山と高市を今すぐ辞めさせてね、すいませんでしたするしかないと思うんですけどね、せめて。だからどんどん日本経済へのダメージが大きくなっているのになんで誰も何も言わないんだろうって思います。反日左翼は経済を止めようとしている。うるせえって、ごめんなさい、コメントに対してじゃないけど、本当に。それしか言うことねえのかよって思いますよね。はい。そして選手協会さんが覚書を受け38隻の出域を求めています。日本選手協会の長澤会長は18日米国とイランの間で両国間の戦闘終結に向けた覚書が署名されたことを受け声明を発表しました。覚書について事態の収拾に向けた大きな前進であると評価し、日本政府や関係国家政府の周辺に謝意を示してましたが、今もペルシャ湾内には日本海警船舶38隻が滞留し乗員900名が乗船しています。現地ので雇われている方々もたくさんいらっしゃいます。なんでこの人たちを全力で救わないんですかね。だからその機雷除去の必要があるとかそれはわかるんだけど、だからそうじゃなくてまずイランと交渉してもうイランの船に乗せても何でもいいからその皆さんの安全を確保しなさいよっていう話じゃないですか。だからなんでそれだけのことができないのかなっていう私はずっと不思議なんですけど、だから結局自衛隊を派遣したいからそのね名目にそういう人質となる人たちが必要だから放置してるだけなんじゃないかって思うんですけど、とんでもない話ですよね。はい。命の方が大事なんで早く救出してください。
今だけしのげればいい、しのげていない。そもそも経済的決定権は左翼にはありませんね。はい。そう、自民党と高市政権の責任ですからね。だって与党なんだから当たり前ですし、与党であるってことはそういうことですからね。はい。しかも少数与党じゃなくなったわけですからね。海峡を封鎖して世界的に原油不足に陥るとかそういうビジョンはなかったんだ。シンクタンクとは人命救助とはヘリ飛ばすとかいろいろできると思うんだけどな。野党に投票したのっていうですね。海峡封鎖して世界的に、原油不足に陥るっていう、だからトランプの周囲の人たちは分かってたと思うんですよね。だからそのトランプにはまあ都合のいいことばかり言っていたらしいんですけれども、歴代のアメリカ大統領はバイデンでさえですね、イスラエルのネタニヤフっていう人はみんな何が何でもねイランを攻めなきゃいけないんだみたいなことをずっと言っているんですけれども、まあ相手にしなかったわけですよね。こうなることが分かっていたから。だけどまあ今回トランプは実行してしまったわけですね。はい。で最後なんですけど、G7 加盟国のイギリス、フランス、ドイツ、カナダ、イタリアは、軍民療養特化の追加禁止措置の日本とは異なりタングステンの輸入ができているそうです。共同声明では輸出規制や報復措置に、強い懸念ということで G7 からね中国に対して批判するような声明があったんですけど、輸入できている日本と、輸入できている国と日本とでは温度差があるでしょう。共同声明で本件について書かれている箇所の最後には我々は経済的共生を抑止し必要に応じて協調的な行動を取る用意がある非常に曖昧な表現です。輸入できている国からすれば中国を刺激しすぎると自国の輸入ができなくなるリスクも感じるはずですので、本気で日本側を支持する国はないと思います。はい、ないですね。 G7 は重要鉱物の輸出規制を確かに非難しましたが、そもそも勝手に一国で中国を怒らせてレアアースの輸出を止められているのは日本だけです。はい。だからね、いくら別にマクロンさんと仲良くするのが良くないとは思いませんけれども、マクロンさんと仲良くしたところで中国問題解決するわけじゃないんですよ。はい。高市さんはなんで学習しないんでしょうかね。はい。まあそうですね、アメリカは自国が産油国だからなんとかなるっていう算段だったんでしょうけど、まあ無理でしたね。はい。レアアースも全然報道しないのは本当どういうことなんでしょうね。なんか、ね、中国を攻めるようなこういう見出しは共同通信でさえこうなんですからね。G7 が中国を非難してくれたぞ、やったぜみたいな感じに見えるじゃないですか。でも実際は違うわけですよね。非難はするけど、懸念を表明してるだけだしそれこそ小泉進次郎みたいな言い回しをしてるわけですよね。懸念を表明しただけかいっていう。本気で中国と敵対するっていう国はないわけですよね。当たり前だと思うんですけれども、敵対したら大変なので、はい。ロシアとは違うのでね。レアアースも他国も日本みたいな危なっかしい国と付き合いたくない。いや、結局そうなんですよね。だから、中国がって言って生き散らすのはいいけど、いや良くないんだけど、そういうことやってると我々がね結局苦しむというか世界で孤立しまくるっていう、その悪いループに入ってきたなと思います。はい。中国と和解するには首相が辞任するしかない。はい、その通りです。私は最初から言ってるけどね、だから台湾有事の話だってさ、その台湾の人たちのことを考慮して別に謝罪しなくてもいいって言ったんですよ。全然謝罪しなく、当時のログ残ってると思うので、嘘じゃーという方はね、左翼が言うかそんなことっていう方はぜひ、ラジオアーカイブ聞いてください。言ってますので、高市さん謝罪する必要はないって私確か言ったんですよ。で、謝罪する必要はないけど、今すぐ辞任すればいいよって。今すぐ辞任すれば、習近平は一時ねそういう極右的なわけのわからん人間が首相になっちゃってなんか暴言を吐いちゃっただけで日本っていう国はねそこまで敵対心はないのだなと。ただ台湾に対しては連帯するという姿勢は崩さないのだなと、そういう風に解釈して許してくれたんじゃないかと思うんですよね。私はだって高市さんのことが気に入らないっていうのが頭にあるわけじゃないですかだから高市さんのああいう態度が気に入らない極右的な思想がねやっぱり総合的に気に入らないというのが本心なはずで、だから高市さんを辞めさせればね丸く収まってたでしょっていう話なんですよね。
まあそれを対象させたから今の世界観に至ってるんですけどね。はい。ということでちょっとお水飲ましてください。はい、失礼しました。なんで中国に依存してるのに生きり散らかすのかっていう、いや、ほんと右翼最大の謎ですよね。だから中国にいろんな意味で依存しているにもかかわらず、彼ら中国叩きで商売してたりするわけじゃないですか。だからいろんな意味で中国に依存しているのにもかかわらず、中国に対しては生きり散らす態度を変えないというですね。中国も途中までは歴史改ざんする日本の右翼を非難してたと思うのですが、今となってはもう日本全体の問題だと思われている。まあそうですね。はい。だからだんだん中国のね、印象も悪化してるし、自衛隊の事件もあったしっていう感じで、今に至ってるのでね。はい。それは 100% 日本が悪いと思います。はい。ということで 100% 日本が悪いといえば、日本のヘイト事件とかの話をちょっとしていくので、ちょっと閲覧に注意してください。外国ルーツの女児にいじめ、仙台市教委が重大事態に認定。遅いよっていう話なんですけども、いや、絶対こういう事件起きてるよなって私はずっと思ってましたよ。そりゃね、起きてほしくはないという気持ちと半分でしたけど、まあすでに起きてましたね。外国にルーツがある仙台市立小学校6年生女児が同級生から国に帰るなど差別的言動を受けたとして市教育委員会がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定したことが19日に分かった。女児から相談を受けた伊藤市議が明らかにした。こういう時に相談する市議は大切な存在です。ちょっとどういう方か分かんないけど、女児は3年生だった2023年8月海外から転校してきて継続的ないじめを受けており、25年6月、死んでしまいたいと保護者に言ったと。26年3月には女児のランドセルに釘が刺され、女児が別の小学校に転校した。だからいじめの被害者が転校するという最悪の結末になってるんですよ。でしかも3月にはもうこの事件だからもうそこまでエスカレートして女児が転校するという結末に終わってたわけですよね。だからそのことをなんで発表しねえのっていう、話でもあるし、どう考えてもこれ日本の排外主義のせいですよね。もともとの24年以降からその外国籍の人たちに対する偏見でそういうことやられてたかもしれないですけれども、ここまでエスカレートするっていうのはですね、やっぱり周囲の大人の態度とかがないと、っていうかなんでこれ放置したんだよっていう話でもあるしね。はい。ということで、そもそもいじめは普通に人権侵害なので全て重大事件ですが、今回は被差別属性が絡むということで、より慎重な対応が必要な案件ですっていうですね。いや、本当にね、信じられないですね。よく表沙汰になりましたねっていうですね。一生確かに隠されてるよりは良かったとは思いますけどね。外国人は不起訴って本当にいい加減にしろって言いたくなるな。すいません。コメントの人に対して言ってるのではございません。別室投稿してるのにランドセルに釘刺しに来るとかしつこすぎますね。神谷宗平はどう責任取ってくれるんでしょうかね。やっぱつれわさん、のんみねさん、ゴンカラスです。子供の差別は大人から学んでいます。いつも加害側がコストを払わないのがキーとなるっていうですね。そう。だから本当ね、いじめをしたら、そのいじめの被害者が転校するとか、いじめの被害者がなんか学校不登校になるとかっていうのおかしいでしょ。いじめの加害者を逮捕しろよっていう話ですよ。はい。子供なんで歩道になると思いますけど、そして外国人差別といえばですね、これ自身も絡む話なんで、もうちょっとあんまり本当暗いニュースで申し訳ないんですけど、その、根拠のない不法就労に絡んだ陰謀論、非常に迷惑しているということで、先日茨城県下島市で、市長のですね須藤さんという方がお亡くなりになりました。事件性はないと言われております。哀悼の意を表します。この須藤さんに関しては過去の実績とかは私は分かりません。全然知らない人だっ
ったので、なのでですね、どういったね、市議会での言動があったかとか、そういう評価は、政治家としての評価はできないんですけれども、今回ちょっと、非常に残念な結果になってしまいました。しかし、そして何が起きたかというと、茨城県では5月から不法就労を助長している疑いのある事業者等に対する有益な情報提供に原則1万円の報奨金を払うという、とんでもない差別制度がね、皆さん知ってるの通りだと思いますけど、発動したんですよ。茨城県知事のせいでね。だからこれ本当須藤市長とばっちりなんですよ。だから彼がやったことじゃない。もちろんね、本人は、反対はしてなかったかもしれないです。反対はしてなかったかもしれんけど、だから、どう考えても茨城県知事が悪い、大井川が悪いでしょ。で、大井川さんが、こういうことをやった結果、茨城県では排外主義が吹き荒れてて、ネット上では何て言われてるかっていうと、不法就労を、市長は厳しく取り締まろうとして消されたのだ。警察による事件性の隠蔽だという陰謀説のネタにされているという。いやー、もうなんか言葉が出ないっすね。で、これでだから市にお問い合わせ電話とかしてる奴らがいるらしいんですけど、いい加減にせえよ、この反社会勢力どもは、本当によ。こうした根拠のない陰謀説にはいちいち反応しませんし、市は大変に迷惑していますという。だから左翼がこういうことやったらさ、もうちょっとしたことでもむちゃくちゃ切れるじゃないですか、こういう人たちって。なんで自分たちは平気なんですかね。もうやっぱりネット右翼こそ反社会勢力だし、絶対こういう、だから迷惑行為とかだって彼らの方がはるかに多く起こしてると思うんですけどね。はい。というですね。この手の話が一番腹立ちます。いや、本当おかしいんだよな。被害者も加害者もカウンセリングが必要です。そうですね。私逮捕って言っちゃったけど、加害者の方もね、やっぱり子供なんで、こちらの件ではカウンセリング必要だと思いますね。私だったかもしれないのに私だったではない、そんな他者の痛みの感覚さえ忘れてしまったのだろうかというですね。はい。茨城県では5月から報奨金を出しています。これ本当ね、だから、須藤さんの亡くなったこと自体とは関係ないですよ。それは一切関係ないです。その集英社オンラインが言う通りだと思いますが、須藤さんが死後にこうやって誹謗中傷みたいなことされてるのはね、どう考えたって大井川の政策のせいですよね。どう責任取ってくれるんですかね、あいつ。今すぐ辞職してほしいですね。ヘズマも個人で通報に報奨金出すとか言っています。ヘズマリーも辞任してほしいですけど。いやー、本当にな。だから排外主義を煽ると結局こういうことになるんですよね。下島市長は移民に暗殺されたのだといった、根拠不明の陰謀説がとっていう間に流布されているのを見ると、平時でこのざまなんだから、もし今の状況で大震災が発生したら恐ろしいことになるんじゃないかと感じます。大東大震災時の虐殺のようなことが発生してもおかしくないですということで、当然の懸念ですよね、これ。だし、私もそうなるんじゃないかって本当思ってます。だって、こうなるでしょ。こんなさ、全く事件性のない、確かに謎めいた話ではあります。なんでね、こんなことになってしまったのかという悲劇の理由が、気になるっていうのは、それへのゴシップ的な興味が持つ人間が一定数いるのは、しょうがないと思いますけど、いつの世の中もそうなんで、それとこの差別陰謀説が流布するっていうのは、全く別のイシューの話ですよね。はい。京都で子供が殺害された事件においても犯人が外国人だという風な噂が流れてましたね。そうですね。そう、デマと通報制度がセットになってて、だからそういうデマを流すやつを、だから逮捕しないからですよね、それも。いや、私、警察主義者じゃないから、何でも逮捕みたいなこと言うの、嫌なんだけど、本当は。でもネットがね、ツイッターとかがこういうデマ書き込みを規制しないことには、やっぱり警察が動くしかないと思いますけどね。だって爆破予告だったら動くじゃないですか。爆破予告だったら動くのになんでそういうデマを流してるやつについては処罰がないのっていう。だからノーリスクだから結局やるわけですよね。
通報から1時間半のスピード発見が欲しいとは思ってますね。なんで100年前にやらかしたことを反省できないんでしょうか。そもそも彼らが言う外国人には多数の日本人が含まれていたという。そうですね。日本の歴史を鑑みれば、だから日本人による日本人差別という、それはね、映画のね、ですね、な方でも描かれてたことでございますけど、だからね、ブラック差別も絡んでいる話ですし、日本人同士によるね、話でもあるわけですよね。リベアで排外ネトウヨが段ボール燃やした事件も、そうですね、事件も結局、その排外主義のね、陰謀論者の人が犯人だったわけですけれども、それもなんか外国人の仕業だみたいなこと言って、結局それで情報を上書きされちゃった人もいると思うんですよね。とんでもねえ話ですよね。すいません、福田村事件です。はい。ちょっと今、ポンと浮かんでこなかった。申し訳ない。常に覚えてるべきなのに。すいません。福田村事件は、森監督については今日方変ある人ですけど、私は個人的には非常に良かったです。はい。興味ある人は見てみてください。ということでですね、これも非常に醜悪なんですけど、先日ですね、こっちは犯人が逮捕されたんですが、江別のですね、北海道江別市というところのモスクに放火したやつが逮捕されました。当然の結果だと思いますが、それを称賛するやつが現れました。立ち上がった日本人です。目覚めた人々が行動しています。愛国活動ありがとう。きっとこの辺りでは英雄でしょう。英雄じゃないから。誰がそんなこと言っとんねんっていうですね。いやー、でもこれは本当にやばいですね。犯罪者を称賛するところまでもう言ってるんだと。確かに、ウトロ地区の放火事件の時からこういう連中は一定数いましたけれども、なんか X でこうやって堂々と書けるようになってしまうのは本当世も末だなという感じですね。この人たちだって匿名だけども、基本的にそのなんか凍結もされないし、同じアカウント使い続けてこういうこと言ってるわけですからね。終わってるなと思います。はい、この通りですね。コメ欄ある意味相関なんで、何が光源氏じゃってね、本当に。どういう名乗りなんでしょうね、この人は。はい。人間誰しも忘れることありますし、あまり自分を責めない方がそうですね。はい。なんかね、やっぱり配信してると緊張感からかね、福田村事件とかね、大切なワードでもね、ポーンと抜けることあるんですよね。なんか地名とかやっぱり私あんまり地理に弱いから抜けることがあると思いますね。はい。いやーでもほんとこれ常識が違いすぎますね。ゾッとしますわ。一応地元の人間として言えば、そもそもね、あんまりやっぱり知られてないっていうか、それも問題なんだけれども、北海道の人たちね、極右の人間はもちろんみんな知ってるけれども、極右の人間は知ってるし、リベラル派で反対してる人も当然この事件知ってますけれども、意外と注目されてないところがありますね。そこは本当逆に問題だとは思うんですけど、江別ってちょっと、札幌市とは距離があるので、あまり、街中で起きた重大事件というふうにはちょっと考えられてないというところではあると思います。いつまで放置してるの政府はっていうですね、紫式部も地獄で悲しんでますわ。ナノクラフトさん5カラスです。陰謀論で外国人の犯罪だと言いつつ、日本人の実際の犯罪を称賛するっていうのは一体どういうことなんでしょうか。いや、ほんとね、この人たちの、だからこの、なんでしょうね。この人もなんか元ネトウヨって言ってるのですけども、愛国心はパンツのようなものでみんな履いているが、その牛頭にかぶって注目されようとする人が現れると、この人は必ず問題があるのだろうというですね、よくネットで流通してる格言を掲げておられますけども、そういう人でもね、こいつら終わっとるわってなるんでしょうね。当然の感覚だと思うんですけど。というですね。はい。ただ本当にね、倫理観がここまで崩壊しているのは何かというと、はい、これもね、すいません、なんか、また謝っちゃうけど、後半なんか辛い事件が今回本当多かったんですよ。とんでもない事件がまた検察が、ありました。本当はやったんだろうと自白を迫られ体重が激減、逮捕不起訴の16歳少女が亡くなる、母親が国と県に1億円請求ということで、
暴行容疑で逮捕された16歳少女が違法な取り調べや留置場での不適切な逮捕により心身に不調をきたし摂食障害になって亡くなったとして、少女の母親が17日国家賠償法に基づき国と兵庫県に対し1億921万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしました。原告側は最も悲惨な形で人質司法の犠牲になってしまったと主張しています。いや、これ本当に悲惨な事件で、関西のテレビではですね、遺族の方の意思で映像付きで報道されているので、ちょっと本当直視できないんで、ここではさすがに取り上げないんで、これ写真とかない記事なんですけど、弁護士 .com なんですけど、だからね、もう本当に悲しい事件なんです。亡くなった16歳の方は、お母さんが NPO 法人で障害者福祉事業所なんですよ。で、運営していて、25年の2月にバレンタインデーのイベントが開かれ、そのイベントに参加した知的障害のある利用者が A さんらスタッフら2人による対応について虐待ではないかと行政に相談し、それで、兵庫県の明石署が取り調べをして逮捕したと。障害者虐待は確かに重大な問題ですから、一旦緊急逮捕するっていうのは実態がねどうだったのかもはやわからないんですけれども、やむを得なかった面はあるかもしれないですよ。でもなんで10日間とかも拘留したのって、しかも自白強要をして、結果 PTSD になり亡くなってしまったんですよ。これを許した検察と警察のどう考えても責任ですし、そもそもお母様がやってる施設なんですから、16歳の少女をそもそも緊急性のある逮捕だったのかというところも疑問ですよね。だから見せしめとか懲罰的なね逮捕だったのではないかというような気もします。そうですね。私の自尊心のいろいろ問題があると思います。そこは、意識していきます。このニュース本当に絶句しました。こんなことがあっていいわけないだろう。福田村事件の主演女優も当たり前の発言をしただけでネトウヨからバッシングされてる。ああ、そうですね。いや、だからなんでそうなんでしょうね。彼らはなんで言ってもわからないよな。悲しいし聞きたくないけど、それでも聞かなければならないし、それを受けた人の痛みを知るためにもそうですね、目をそらしてはならないとは思いますし、本当にね、警察と警察に怒りを覚えますよね。なんでこんなことすんのって、あなたたち何なのってだから最近デモ行って、これ先ほどまでデモやってましたけど、デモのね、主催の方々も言ってましたけど、警察がね、レイシストを守ったり、右翼を守ったりするので、どうかしてるっしょっていう話ですよね。はい。国の徴収から末端も終わっているっていうですね。ですね。逮捕されたのが、そうですね、すいません。大変なっちゃったけど、ごめんなさい。今ちょっと不正確だった。4月、イベント参加した知的障害者の被害者の方が訴えたのが4月です。だから2ヶ月間のちょっとタイムラグがあるんですけれども、ちょっと大げさに言ってしまったというようなこともあるみたいですね。で、虐待の事実があるっていうふうに疑われて、逮捕されたと。だからそもそも緊急性のある逮捕では最初からなかったわけですよね。だからやっぱりなんかね、懲罰的なというか、見せしめ的な何かがあったの、動機があったのではないか、警察側にというようなことも疑われますけれども、だからただ何が理由に10日間も拘留したのかがますますもってわからなくなってはきますよね。はい。だからお母さんたちとか、その家族の方からね、そうやってなんかやたらと言われたりとか虐待されてたっていうならまだ話はわかるんですけど、全くそんな話じゃないですからね。はい。ですね。兵庫県は前にも小学生の女性を逮捕し、長時間拘留で自白誘導しています。そうなんだ。以前もあったんですね。いや。しかもこれも濡れ衣。いやー、なんかな、人質司法によるね、こういう重大な事件が起きてまたしまったわけですけれども、これに関して神戸地検はコメントを差し控えるという
お前は高市かってコメントしろ、コメント。とりあえず謝罪しろよっていう。で、こういう人たちはとりあえず謝罪した方がいいと思うんですよね。私は何でもかんでも謝罪するべきじゃないと思うけど、だから、でも絶対謝罪しないじゃないですか。なんでっていう。そうですよ。裁判所が悪いんですよ。だから2回の交留延長してるんで、はい。だから、まあそうですね。裁判所、検察、両方かっていうことかですね。はい。独裁国家がどうこう取り繕ろうと、中身はこのざまですっていうですね。東郷優吾さんのちょっとポスト見てないな。私ブロックされてるんですよね。確か。で、これに関しては、検察や地検の違法捜査が原因であるとして、ご遺族の方は、訴えておられます。まあ、だから、被害者の方がね、虐待を疑ってしまったこと自体は責めるべきじゃないと思います。まさかこんな結果になるとは思ってなかったし、と思うし、おそらくね、後悔してるんじゃないかと思われますので、まあ、オーバーに言い過ぎたということで、今年3月に謝罪もされてるそうなんですけれども、やっぱりこういう最悪の結果になってしまうとですね、なんでのために訴えたのかということにもなりかねないと思います。で、代理人は、住居就業先は明確であり、逃亡や罪証隠滅の恐れもなく、不当逮捕であると、逮捕勾留の必要性に疑義を呈し、明石署による自白を迫る取り調べ、留置場での健康管理、地検の申し立てによる接見禁止措置を非難したと。イベント会場にいた35人のうち実際に使えた目撃者以外から情報を聞いていなかった状態で警察は実にずさんな捜査をしたと。訴状が送達できないから県警はコメントできないし、神戸地検の自責検事は個別事件の具体的内容を差し控えると。まあ地検も本当警察もまあ裁判所もね、ええ加減にせえよという、話ですかね。今、一ノ瀬さんが言ってくださった事件かな。20歳に満たない人に関する事件で、あれどこだったっけ？ちょっと待ってくださいね。これかな？ 3 時間半にわたり、小学生6年生の長女に自白を迫る兵庫県警に県弁護士会が、警告ということで、こちらですね、ちょっと私が把握してなかった事件ですね。兵庫県弁護士会は3月30日に当時12歳で小学6年生の少女に自白を迫った長時間の取り調べが人権上問題だとして県警本部や明石署に人権救済申し立てに対する意見を出した。県弁護士会によると、陰部を触られたという同級生の被害申告を受け、少女は2024年2月に少女の方が加害者なのか。明石署で、午後8時まで3時間半以上にわたり取り調べを受けた。少女は覚えていないと否定を続けたが、自白の調書に同意させられ、自身の写真も撮影され、保護者が署に来ていたが、同席は認められなかったと。いやー、これも懲罰的取り調べですよね。なんか非行した少女に対してなんか罰してやるみたいな、おぞましいな。そっか、こういう事件も起こしてたんですね。はい。ということで、こちらですね、ちょっと、ちゃんと把握してなかったっすね。いや。じゃあ結局2度目じゃないですか。明石署でしょ、これも。だから明石署の警察官が違法な取り調べをして、しかも同級生の申告はまあ後に嘘だと分かったということですね。まあこれ検察までは関わってないのかな。はい。ですね。今年の3月って結果嘘でしょって、これネットニュースで見ましたということで、そっか。当時は話題になってたんですね。多分なんか他の時事ニュースで埋まってたのかな。なるほど。いやー、しかし、明石署やばいな。しかし、皆さん、今までの話ですね。まあ、一ノ瀬さんも補足ありがとうございました。兵庫県です。神戸です。明石市です。何か思い出すものありませんか？引っかかることってないですか？なんか私のラジオのよく来てくださってるリスナーの方は、はい、まあ知ってる方はもう聞いてると思うんだけど、はい、ということで、郷原信夫弁護士の話をちょっと聞きたいと思います。はい、とんでもない話ですね。こんな重大な問題を起こした検察官が一体誰なのかと思ってたら、
なんと、うんここでも話したじゃないですか。元 MBS アナウンサー小はい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 森さんをえ天皇皇后両陛下を揶揄するような、ええとんでもない X 投稿に対して単に論評しただけなのに、それを侮辱罪で略式請求して、それをまた立花隆確かにこうわーわーやったやつ連中がわーわーやって、そうした検事高橋裕二、この人なんだ。この人物がちょうど同じ時期にこんな問題を起こしたらしいんですよ。信じられない事件です。ちょっと今日の会見の資料に来たんで、ちょっと説明してもらいます。改めてですね、事件の概要を説明しますとですね、さっき申し上げた通り、ちょうど1年前の6月17日ですね、障害福祉事業所で働く16歳の少女がですね、早朝訪れた明石警察署の警察官から任意同行を求められて、その後逮捕されたということですね。で、被疑事実は約4ヶ月前、令和7年2月15日にその事業所、障害福祉事業所ですね、開催されたイベントにおいてですね、共犯者とされる成人男性とともに重度知的障害を持つ利用者の顎付近を数回平手で押さえつけたとされる、これが暴行ということなんですが、後にいろいろ調べてみるとですね、この16歳の少女がやったことっていうのは、自傷互い傾向のある重度障害の人がそのイベントに参加をしていた。で、その人がですね、他の参加者に噛みつこうとしたということなので、当然この事業所で働いていた、事業所のなんていうか係の人なんで、16歳の少女っていうのはちょっと待ってくださいということをその男性の係の人と一緒に止めに入ったというその行為がちょっと抑えてたってことですね。はい。ということで、やっぱり事実を知ると、暴行と言えるのかこれはというところも衝撃的なんですけど、何よりも衝撃的なのは、この担当検事というのが、立花隆の事件に関わってた担当検事なんですよ。なんだこれはっていう。一応、コメントしておきますと、郷原さんは、場合によっては右翼寄りの人とか、そういう人たちともね、この YouTube チャンネルでコラボしている人なので、後でリンクはちゃんと貼りますが、思想的に全部同意しているわけではないんですけれども、有名 YouTuber の小森さんという方もそうなんですけどね。はい。兵庫県斉藤知事をめぐる対立を背景とする SNS 侮辱略式起訴騒ぎ、公文書偽造の疑いということで、これYouTube チャンネルを運営してる民放局の元アナウンサーの人気 YouTuber の小森康則さんっていうのが、そういったね、ネット右翼で、斉藤元彦の熱心な支持者の北海道の歩き方っていう人物がいたんですけど、そいつに動画過ぎた遊びとも言えないことがやるというね、あとちょっと差別的なことを言っちゃったんですけれども、これは良くないと思います。これは良くないんだけど、それに対して刑事告訴され、侮辱罪で9000円の科料の略式起訴を受けたんですよ。で、これが大炎上して、小森さんは犯罪者だということを斉藤元彦の支持者がですね、斉藤元彦とか立花隆の支持者がですね、熱心に言いまくって、そういう悪評を流し続けたんですね。で、それと一緒に、お友達の、郷原先生も、とばっちりを受けたということなんですけど、そもそも普通になんでそういう悪質な、非常に悪質な、これポストとかもね、集約だから見せないけど、実際の北海道の歩き方のポストも出てくるんですけど、なんでこの名前名乗ってんのかね、ほんとね、ムカつくんですけど、北海道と何の関係もないアカウントなんで、一応北海道出身だったのかな、北海道の歩き方と称するその X のアカウントが、斉藤元彦や立花隆を支持してデマをばらまき差別的な発言をし、小森康則さんを中傷した流れでこういうことをしたわけですよ。確かにYouTube、私も YouTuber だし YouTube でいきなりね、このネタよみたいなこと言われるのは、恐怖だったのかもしれませんけれども、だからって刑事告訴しねえだろ。しかも刑事告訴したのをなんで受けてしまうんだよ、神戸地検はという、そして神戸地検で受けたのがこの高橋さんということですね。はい。いや、結局検察とか警察が腐ってるとどうにもならないですよね。いくら正義を主張しても混ぜっ返しされてこういうことになるのかなっていう、ちょっと絶望感がある事件だったと思います。はい。子供の人権とか倫理とか身の安全って意外とこの機関でも蹂躙されてるんだなっていうですね。いやでもほんと神戸地検と明石署はやばいですね。はい。言葉がないですよ。やっぱり悪はつながってるんですね。
一応言っときますけど、今のところ、郷原先生や、郷原先生ね、だから、その経済の問題とかはともかく、司法関連のことで、この方間違ったこと言ったこと見たこと私はないので、信用がある方だと思ってるんですけど、高橋がどれだけね、この判断に関わってたかはわかんないですよ。もしかしたら、神戸地検全体の問題、実際構造的問題だと思うんですよね、人質司法ですから。人質司法っていうのは警察も悪いし、検事も悪いし、裁判所もね、悪いわけですけれども、だから高橋一人の責任にはできないわけですけど、もうこれはあれでしょ。だから、検察が内部で事情聴取とかなんなりしてね、場合によったらっていうような話になるんじゃないですか。だからなんか昔ね、ウォッチメンっていうアメコミ映画があってすごい面白い作品なんですけど、だから法の番人であるね、検事とか裁判所とか警察が悪いことしてたらどうすんだよ我々はよって誰があいつらを裁くんだという古典的なテーマですけど、はい。警察とか検察が腐敗してるのって、腐敗国家の特徴でもあるわけですけど、日本って賄賂とかはないのでね、表向きは腐敗の少ない国だっていうことになってるんですけど、でも自民党はね、賄賂もみたいなことも平然とやってるし、それに連なる勢力である N 国の連なるところの、こういった人たちも悪いことしまくってるわけですよね。これはね、目に見えにくいけど、やっぱ腐敗の形なんじゃないかと思いますよね。そう、北海道の歩き方は兵庫県の竹内県議とか丸尾真紀さんに対して誹謗中傷の犯人の一人でもあります。はい。ほんとね、本当に反社会勢力。兵庫県はトップからして斉藤元彦ですからね。神戸の夜景というアカウントも福島の、県外だったのだ。あ、そうなんだ。ミスターマンハッタンが最強、ドクターマンハッタンかな、そうですね、最強なんですよね。ウォッチメン面白いのでよかったらみんな見てください。ですね。だから皆さんね、もうなんか個人アカウントまであれですけど、だから本当ね、斉藤元彦支持者の人たちのあれは本当ね、異様なんですよ。それ差別発言に言ってしまったら、それは小森さんが悪いと思いますよ。それは小森さんが悪いと思うけどさ、だからといってですね、彼らの言ってることが相対化されるかっていうと、そんなことないですよね。はい。だから、だから実際に竹内県議に誹謗中傷をしてね、死に追いやっているような人たちなわけじゃないですか。だから本来だったら警察に事情聴取されるべきは彼らの方だと思うわけですよ。でもそれが警察あろうことか検察のね、これが、郷原先生の言ってることが事実であれば、検察側の人間がですね、彼らの主張を真に受けて、そういう略式ね、罰則みたいなことをやってしまった可能性があるっていうことですよね。いや、本当これとんでもない問題で、郷原さんにはね、いろいろお体とか大変だと思うんですけど、ぜひ追求してほしいなと思います。私も情報は追っていきますが、はい。ちゅうことでですね。最後にね、これちょっとすいません。ついでみたいで申し訳ないんですけど、大和田さんは杉並区民の不幸を望んでいるんでしょうか。こういう議案に反対で何をアップデートするんでしょうか。区民に恨みではあるんでしょうかということで、岸本さんというですね、杉並区長もが今度の選挙で危ういのではないかというふうに言われておりまして、自民党のこの大和田さんという人が最有力候補だとか何とか言われているわけなんですけど、この人はエアコン購入助成に反対しております。介護報酬引き上げにも反対しております。給食無償化にも反対。健康保険証存続にも反対。事実婚制度整備も反対。子どもの権利条約に反対。インボイス延期も反対。核禁止条約参加反対ということで、だから区議時代のね、やっぱりこういう活動とか見てればですね、悪はわかるわけですよ。住民のためになる仕事してる人かどうかっていうのは、ちゃんと政策とか見てればわかるはずなんですよ。だからこの警察の話をそうだけれども、だから腐敗してる組織をなぜ称賛するのか、なんで悪いことをしてるやつを英雄視するのかっていう。そこはやっぱね、日本の民衆の倫理観に問題あるんじゃないですかね、というふうには思いますね。はい。ということでですね、兵庫県警の不祥事はなんと警視庁、神奈川県警、大阪府警のそれを上回っているというですね
いや、なんか3回りなんて感じですよね、これだとな。だって、これ半年も間挟んでないっすよね。私、3月、今はね、一ノ瀬さんのおかげで分かったけど、3ヶ月ですよ、これ、報道されてから3ヶ月経ってないっすよ。いや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 。大和田さんは何を後継する気なんですかね。門博子さんと一緒にデモを弾圧しそうな雰囲気はありますけど。だからね、こういう人を選んじゃダメですよ。所詮口先なんだから。やっぱりその、政治家とかそういう人っていうのは、私もそうだけども、行動してるかどういう行動をしてるかで見なきゃいけないんですよ。口ではね、うまいこと平気でみんな言うわけですから、特に政治に関わってるような人はどうしてもそうなりがちなわけじゃないですか。だから口先のことではなく、実際にそういう人がね、どういうことをしてるか、デモをやってるとか、配信をしてる時にどういう態度を取ってるかとか、そういうところで見なきゃいけないって思うんですよね。はい。まあ、大和田さんはなんか頑張って凱旋はしてるみたいですけどね。はい。私は全力で負けてほしいと思ってますけど。口先はと。いや、だからね、ほんとね、だから口だけそういうこと、うまいこと言ったってダメなんですよね。はい。ということで、ちょっと日本の社会腐敗の話でございました。すいません。ちょっといろいろ重い事件がね、立て続けに重なってしまいましたが、最後にね、デモとかですね、反体制運動とかの話をちょっとだけして、終わりにしようかなと思います。ちょっとお水飲ませてください。その後で告知があります。はい、失礼しました。ということでですね、まあ、いきなりまたね、暗いというかみんな知ってるようなニュースから行くんですけど、国民投票法の改正案が衆院憲法審で可決されました。予想通りですね、残念ながら。中道改革連合は結局賛成したまんまでした。はい。本日、体制翼賛会を形成する政党、自民党、維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来の賛成によって国民投票法改正案が、可決されました。この50名の議員のうち、反対したのは共産党ただ一人、八田の議員ということで、はい。まあ、中道さんには悪いけど、体制翼賛会っすよね、ノリが。だって共産党だけ反対だったわけでしょ。まさに戦前の動きじゃないですか。絶対に反対しなきゃいけない法案だったのに、だから形だけでも反対しておけば、私はね、この人たちの仲間ではありませんって言い張ることができたのに、いや、本当にね、絶望的にセンスないですよね。だからまあ彼らがやっぱりちょっと変わってくれないと、民主的な政権交代無理だと思うので、どうしたらいいのかなと最近思っています。はい。正直残念すぎますね。いやー、だからなんて形だけ反対しないんでしょうね。意味がないことは分かってますよ。多数決で押し通されるんだから、柔道の人たちだって4人とか5人しかいないんだから、それはね、分かってますよ、ポーズだっていうことは。でもポーズをやっぱり取るべきじゃないですか。私たちはこんな悪法には反対するんだと、有田芳生先生、聞いてますか？あなたに言ってんすよ、あなたに。だから、私たちはこんなとんでも法案には賛成しないんですって。ちゃんと考えて法案には賛成するか、反対するか決めてるんで、どんなになんか左翼とかね、なんとか言われようと、中道なんだから、極勢力にはね、寄さないんですっていうようなことを、やっぱポーズだけでも言ってほしいと思いますね。でないと信用できないっすよ、正直。はい。だからね、まあ、犬飼さんはもう、体制抑散会って言い切っちゃったわけですけど、
どもちろんね、参政党と中道の間には果てしないほどグラデーションがあることは認めます。それはわかると思いまして、同一視は私はしないですけど、国民民主は参政党はね、完全に体制抑散会ですからね。はい。しかしね、やっぱりね、こういう法案だこそ反対しなきゃダメですよね。反対したら目立つじゃないですか。だから、やっぱり中道はこういうのを反対するんだっていうのをね、それはね、右翼の人たちからしたらね、面白くないとは思いますけど、誹謗中傷してきたらしてきたで、またあなたたちは工作で誹謗中傷してるんですね。ふーんみたいに言えばいいじゃないですか。だからなんで賛成しちゃうんだろうなっていう。まあちょっと理解に苦しみます。はい。ということがね。いやでも本当ね、畑野さん偉いですよね。いやもちろん共産党さんの所属だから当然といえば当然なんですけど、やっぱりこの50名の中で1人だけ反対したっていうのはね、素晴らしいことだと思います。はい。ですね。有田さんなんか普通に喋ってたけど、なんか特に弁明もしなかったみたいですけど、デモでは話してましたね。柔道でも賛成したくなる何かとしかあるとしか考えられないが、いや、なんかないんじゃないですか、別に。だって国民投票法ですよ。改憲準備法案ですからね、これ。はい。そう。犬飼淳さんはね、もちろん個人的にだから横浜市長とかに関してはね、まあ個人的な恨みつらみとかはいっぱいあるから、多少煽ったことは言う人ですけど、でもね、調査報道に関しては、嘘とかはもちろん当たり前ですけど、一切流したことないですよ、この方。はい。皆さんね、犬飼淳さんのニュースレターすごいためになるんで、よかったら読んでください。インボイスは廃止一択の時からね、ずっとまあ市民の、味方をしてくれてる人です。だし、まあ、左派にもすごい厳しいけど、でも一貫性はありますよね。はい。玉木さんへの支持は保留し、国民投票方法にはお目を置いと賛成し、一体柔道とは何なのかというね。はい。今いる人たちの判断だけで何でもかんでも決定できるって保守思想的にどうなんだっていうですね。いや、ほんとね、保守でも何でもないですよね、もはや彼ら。はい。極右だと思うんですけど、はい。まあ、ただ、柔道とかなんていうか、左派とかリベラル派の中にも反省しなきゃいけないことはたくさんあって、この、琉球新報が大スクープを出しました。沖縄の痛みで称賛や名声を得るサイクルを形を変えた植民地的振る舞いであると、辺野古船長の性暴力スクープが本当に伝えたいことということで、ですね、なんか小泉首相になってほしくないやつだったけど、進次郎という人がですね、琉球新報はまともに辺野古の事故のことを報道していないだと意味不明な誹謗中傷デマを、まあ、流していたことがあるわけですけど、琉球新報は、沖縄の辺野古沖での修学旅行中の、まあ、女子高生が亡くなるという事故で、船長だった人物に関して、まあ彼がヤマトンチュであり、まあそれはね前から言われてたんだけど、まあ性暴力の加害者であった疑いがあるというインタビューを出しました。はい。琉球新報のネット記事、特にスクープなどは読み始めてすぐのところで鍵がかかっていることが多いですが、まあこれね、本当はね、スローニュースさんの責任と私の責任でちょっとこれ出しますけれども、一部だけ引用します。有料記事の方がね、できれば皆さん読んでほしいんですが、まあ無理はしなくていいです。辺野古の問題はそもそも沖縄に負担を押し付けている大和が原因なのです。大和出身の船長が、まあ今回亡くなった人ですが、対峙したのは、一つの責任の取り方としてはありえますが、沖縄の痛みで称賛を名声を得るというサイクルは形を変えた植民地主義ではないでしょうかと。だから辺野古の船長に性暴力を受けた女性はこうやって言ってるわけですよ。で、彼女は当然うちなんちゅうの人です。で、女性は個人攻撃をしたり平和運動を貶めたりしているつもりではないと言います。この事故の構造的原因がどこにあるのか、それが長いインタビューの中で浮かび上がってきます。この記事の主題は船長の性暴力を断罪することではありません。あくまでマイノリティとマジョリティの衝突が背景にあること、それこそ事故がにつながっていることを伝えることが大事なのだと理解しました。そしてそれが女性が情報提供する際、事故を高校や運動団体の責任という一つの側面からのみ指南する姿勢、まあ小泉の姿勢ですねの本土紙ではなく地元紙を選んだ理由であることも見えてきますと。
いうことでですね、だから琉球新報は信頼できる媒体だと思ったから女性は告発したわけです。墓場までおそらく持ってくつもりだったんじゃないかと思うんですけど、運動内で性暴力を受けたと。で、運動内で性暴力を受けたにもかかわらず、そのことを裁かれもしなかったし、周りの連中はですね、だから船長をかばい続けたんですよ。で、その結果として、今回のことが起きてしまったということで、やっぱり構造的問題ですよね。で、しかも大和の人間だったわけで、だからね、インターセクショナリティの考え方を取るなら、やはりね、性暴力の告発が出た時点で、この人を辞めさせなきゃいけなかったんですよ。それはね、平和運動に関わり続けること自体は、本人が勝手にやりたい分には止められないから、ですけれども、少なくとも辺野古基地反対運動のだから船長なんてやっていい人間ではなかったわけでしょ。で、そういう人なのにそういうことやってしまったから、本人も一番不幸な結果になったし、いろんな人を不幸にしたわけですよね。はい。だから何のための運動なのかっていうことを考えなきゃいけないですし、だから小泉がやってるようなああいう植民地主義的な振る舞いっていうのが全く正当なものではないと、間違ってるもので、最も弱い人たちの言葉こそやっぱり聞かなきゃいけないっていうのが琉球新報が伝えてくれてることだと思います。はい。左に切れ何度目だっていうね、本当その通りですね。そうですね、パレスチナ連帯運動でも広川隆一っていう人がいたんですけど、はい。検索すればね、いろんな被害者の人が出てきますので、よかったら見てみてください。いやー、本当にね、だからパレスチナ連帯運動もあれでね、私もね、本当にそういうこと言ってる人は知ってますけど、だから、左派の連中はダメすぎるって言って、パレスチナ連帯は何も分かってないっていう風に絶望して、結構ね、運動がバラバラになった時期とかもあったらしいんです。皮肉なことにね、ガザ虐殺によって、私みたいなね、何も知らなかった人間まで参加するようになったわけですけど、やっぱりそういう問題じゃないっすよね。はい。いや、意外とどころかね、だから活動家団体にハラスメントが溢れてるんですよ。左翼系団体が良きこと大義によって、そういったね、弱い立場の人に対するセクハラとかね、特に女性に対するセクハラですよね。っていうのを許してきたから、今みたいなことになってるんですよ。だから最初からハラスメントや差別を絶対に全て許さないという姿勢であったならば、おそらく今回のことだって起きていないし、全てつながってる話だと思うんですよね。沖縄の運動でも各地の運動でも同じような構造があるわけですから、そこを正していかないと絶対右翼には勝てないですよ。右翼の人たちは差別を武器にしてるわけじゃないですか。だから差別を武器にしてる相手に対してこっちが差別してたらね、それは勝てっこないですよ。構造的にだから負けポジにいるじゃないですか。右翼の人たちが何でもかんでもね、左翼の方が差別的だみたいなこと言うのは大抵イチャモンなんで、確かに全部真に受けて気にする必要はないと思います。全部気にする必要はないですよ。全部気にする必要はないけれどし、彼らこそね、差別主義者である場合がほとんどなわけですから、まともに聞く必要はないけれども、ただ実際に運動の中で差別やね、こういう性暴力とかね、ひどいものでは受けてきた人たちが実際にいて、そういう人たちの声を無視した運動は必ずこうやって破滅してきたわけですよね。だから同じパターン繰り返してるんだから、やっぱり反省しなきゃダメだと思いますよね、本気で。はい。ありますからね、性暴力問題はね。性犯罪はね、周りがかばえば無罪になるという問題じゃないですからね。はい。まあいいか。だからですね、指摘はきちんと受け止めなきゃいけないし、だから言ってる相手がね、気に入らないからといって、やっぱり正しいこと言ってたら批判を受け止めなきゃいけない。それは確かに小泉が相手でもそうですけれども、小泉はそもそも間違ったことを言ってるわけです。あいつは植民地主義者のくせになんでしょうね。そのことを完全に無視して、その沖縄の非対称性を無視して上から物を言ってるわけですから、やっぱりそれは間違ってますよね、完全に。はい。広川隆一さんのね、やっぱり例が非常に分かりやすいですよね。声を上げたことを後悔させてはいけないと思います。
あとですね、今、やっぱり9条のね、平和運動が盛り上がるにつれて、台北とか台湾のことに巻き込まれたくないっていうような言い方をする人が結構いらっしゃるんですけれども、やっぱりちょっと言葉には気をつけた方がいいとは思うんですよね。1945年5月31日の台北大空襲の後に見られた台北市のこれは凄惨な光景ですと、東南江市という方が、写真家の台湾の方がですね、撮った、ことらしいんですけども、ひどい光景ですよね。なぜ台北が攻撃されたか、日本だったからですね、ここが。だから東京大空襲のことは知ってても、台北大空襲のことは誰も知らないじゃないですか。私も全然知らなかったです。この写真もね、見たことなかったです。台湾のせいで戦争に巻き込まれるという言い方をする人が多い。しかし、1895年の戦争を含めて、日本が台湾の人々を戦争に巻き込んできた。で、大勢の人たちを殺してきたし、蒋介石に至っては大日本帝国の真似してね、台湾を軍事国家にしてたので、一時ね、だから元はといえば日程のせいなんですよ。だからやっぱりそのこと分かってるのかなっていうふうには思いますし、そのことを分かってなきゃいけないと思います。はい。そう。だから、なんかね、右翼の人たちは台湾は親日だからとか平然と言うけども、親日じゃないんですよ。親日じゃないの。だから、日本に対して非常に複雑な思いを抱いてるわけでしょ。だから日本人であったのにもかかわらず、その戦後は日本人ではないということにやっぱりなって台湾人になり、では台湾人とは何なのかというですね。で、その上でしかも中国のから来た国民党軍から支配を受けたわけですよね。だから二重三重に抑圧されてきた人たちなわけで、だから我々は何なのかっていうことをずっと問い続けてる人たちなんですよ。でやっぱりね、日本側からね、安易に台湾はこうで、なんか安倍晋三とか好きだからみたいなことを言って、いや、実際、だから台湾の右翼の人たちって結構、安倍晋三崇拝してたりするので、それは批判されるべきですよ。それは批判されて当然だと思いますけど、だからっつってね、彼らは身勝手な連中だからね、関係ないんだみたいなことを言うのはやっぱり間違ってると思います。そう。大体日程の悪行に行き過ぎますからね。そもそも日程がこんなことしてなければこんなことになってねえんだよっていう。そう、台湾の街にもこういう凄まじい被害があったんですよね。尖閣島ですら、米軍に直接攻撃を受けてたはずだし、そうですね、台北は当然攻撃の対象だったと思います。はい。歴史をやっぱりね、知らないとですね、なんか昔のことなんて知らないみたいなこと言った首相がいるそうですけれども、なんか同じ過ちが繰り返されますよね。女性の参政権獲得のために活動した市川夫妻という人は、生活はすなわち政治なのであり、政治は悪くなれば生活は苦しくなる。しかも、つまり生活と政治は表裏の関係にある。女性は政治に関係ないどころか最も深く関係しているという言葉を残しています。そして彼女は、若い人に事あるごとにこう言ったそうです。権利の上に眠るなと。目覚めましょうと。市川夫妻さんっていろんな思想とかではね賛否ある人だと思いますけど、すごいですね。この権利の上に眠るなっていうの、ウォークになるとで目覚めろというふうに100年前に言ってるんですよ。やっぱすごいですよね。ほんとすごい。なかなか言えないと思うし、やっぱり権利の上に眠っている人が多いんじゃないかなと。確かにレイシストになってしまったりとか陰謀論者になってしまったりとかネットではそういう人たちが目立ちますけれども、日本のマジョリティでね、今なんか社会がおかしなことになってるのに何も声を上げない人っていうのは権利の上に寝っ転がってる人たちなんだろうなと私は思うんですよね。だから権利の上で寝てしまってはそのうち権利を奪われるだけなので、はい、寝ててはダメだと思います。本土でも、東京大空襲ばかり言われるけど全国がそう空襲の対象にされてますからね。そうですね。そこも田舎とね都会の非対称を感じますよね。地元高岡は長岡と間違えられて2回空襲を受けて許さんがおかしい。新日とか言って台湾を持ち上げてたチャンネル桜は台湾出身の人物をゲストに呼んで日程の植民地時代に肯定的な意見を言わせようとしたが、実際には日本人にいじめられ差別されてたと暴露されてしまったことがあります
アホですね。アホって言っちゃった。いや、でも、だからそういうことなんですよ。ね、極めて複雑な思いを抱いてるのに、右翼の人たちってしばしばそれを無視するので、台湾の人たちからそういう風に思われるの当たり前なんですよね。だから本当ね、やっぱ歴史を知らないっていうのはね、ダメだと思いますよね。左翼の私でもわかるのに、なんでわからんのでしょうかね。自由を行使することは難しいけど、それを民主主義を守るためにそうですね、必要なことですね。民法の地位法でも最初にこの金言習います。権利の上に眠るものは保護せずに値せずと。いや、まあ、保護しなきゃいけないとまでは私は言わないですけど、やっぱり権利の上に寝ちゃダメですよね。寝すぎでしょ、日本の人たち。なんで寝てんのって。だから民主主義が当たり前だと思ってて自然のように感じていること自体は素晴らしいことかもしれないですけれども、ほっといたらね、腐ってなくなるんですよ。で、今まさにそれが起きてるじゃないですか。はい。そうですね。ということでね、今ちょっと見つけたんですけど、最後に、でも先ほどありました。ね、こちらの映像を流して終わりにしようかと思います。はい。ということでですね、ノーウォー憲法を変えるな6月19日国会正門前大講堂参加してた方、視聴してた方、お疲れ様でした。戦争始まってからでは止められません。大勢の主権者が今止めなければと集まっております。ということで2万6000人だっけ、ぐらい集まったそうです。すごいっすね。はい。まあ人数だけでただすごいっていうんじゃなくて、やっぱり沖縄連帯っていう言葉と性暴力を許さないっていう言葉があったのすごいなって思いますね。はい。やっぱりなかなか言えないでしょう。だって沖縄の人たちってやっぱり救助に対してね、結構複雑な思い抱いてる人たちも多いですし、まあ今右翼に攻撃されてますしね。でも本当にここにこそやっぱり沖縄連帯を言わなきゃいけない場面だったので、やっぱそれを言える人はね、信用に値すると私は思います。まあ中にはね、台湾なんてどうでもいいよみたいな人もいるかもしれんけど、まあそこはね、やっぱりお互いに批判し合ってですね、ちゃんと、していけばいいことかなと思います。はい。どう考えたら日程の台湾統治が現地の人々に感謝されてるっていう感想になるんだろう。いやだからそれこそが植民地主義者の発想なんですよね。上からなんか与えてやったらお前らは満足するんだろみたいなさ、満足しねえよって満足してんのはあなたたちだけっていう、あなたたちのそういう過不調精神が満たされてるだけだからっていう。でもそういう当然の指摘を小泉とかは理解できないわけですよね。だからああいう人を首相にしてはいけないと思います。無視できなくなるほど規模が大きくなってますよね。はい。お屋敷からの連帯です。こんばんは。バーサクさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。国会前で広島に参加してきました。お疲れ様です。お疲れ様です。ということでですね、参加された方本当にお疲れ様でした。現地のインフラを整えたとか歴史中世主義者の定番ですからね。はい。現地のインフラを整えてやったぞ。どうなんだみたいなね。インドネシアからオランダを追い出したぞっていうですね。いや、オランダを追い出したら大量の餓死者が出てんだけど、どういうことなのっていうですね。はい。もうなんかね。はい。ということでですね、まあ歴史中世主義者の連中には呆れるんですが、まあ彼らにね、呆れ果てるばかりではなく、普通に怒りを表明しなきゃいけない段階になってると思います。あの人たちの好きにさせてはいけないと思います。はい。
たくさんの人たちが勇気を出して性的に抗ってる、暴政に抗っている姿にはね、敬意を表したいと思います。はい。ということで、本日のフリートーク配信もなんだかんだで3時間くらいやってしまった。なんか今日短く終わるかなと思って。ですね、ありがとうございました。まあちょっとね、結局というか金曜日はね、なかなか、最近下調べとかがね、できないところが続いてたりしてるんですが、まあこんな感じでですね、リアタイで調べてみたりとか、できる範囲でですね、信頼できるソースから持ってきたりとか、まあそういったりしながらですね、皆さんとゆったりですね、やっていけたらいいなというふうに思ってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価とぜひともよろしくお願いいたします。はい、笑われてもなじられてもこれからも街に立ちますということでありがとうございます。でも本当無理はしないでくださいね。バーンアウトしてしまうのはね、先日の配信でも言いましたけど大変なので、はい。そう、植民地支配による現地の人々の人権侵害と差別と搾取の上にでの話なのでね、文明がなんか開発されたとか言ったってね、自慢できる話じゃないんですよ。そもそも恥ずかしいことなんですよ、植民地化っていうのは。なんでわからんのそれがあって。本当にね。番組に出演してた旧軍の老人が中国の虐殺を見た、喋り出して仲間と思ってた、右翼が狼狽した事件もあったのだと。なるほど。まあだからね、そう、だから実際に現場を見てる人たちはね、やっぱりこういう虐殺であるとかね、731部隊の事件は俺は目で見たぞみたいなことを言う人も結構いるわけですからね。うん。インドネシアの、戦死者は後気になって調べたら全国7000万人ぐらい、300万人ぐらい亡くなってたらしくドン引きしましたね。はい。だからそういう支配だったんですよ、日本軍の支配っていうのは。はい。だからね、自慢するようなことでは、絶対にないと思います。はい。ということで、すいません、皆さん、告知の時間でございます。まずは、いつも通りなんですが、はい、明日ですね、コズミックホイールシスターフットというですね、ゲームの実況最終回かもしれない、ということで、やっていきたいと思います。なんか思わぬすごい大長編になってしまって、私が感動の涙を流しているサムネイルなんですが、音花風花さんもいつもありがとうございます。スカーレット・クローワルツでこの物語を最後まで、頑張ってやっていきたいなというふうに思います。はい。ということでですね、ただ土曜日をで最終回迎える予定なんで、まあ迎えられたらいいなと思うし、迎えられなかったら来週に回したりとかいろいろあるんだけど、まあ6月27日なんか新作ゲームやるんですかっていうまあ話になるんじゃないですか。ということでですね、6月27日の予定なんですけれども、はい。人権について真剣語り場ということでですね、はい、まあ、スカーレッタ・クローワルツと、VTuber のパンケークホイップクリームさんとのコラボで、社会派発信や、VTuber としてのですね、人権の発信の仕方等についてお話しさせていただきたいと思います。でですねなんでお前がみたいな、まあちゃんと話になると思うんですけど、はい、本物でございます。パンケーキホイッピーチャンネルことパンケーキホイップクリームさんでございます。コラボを受けしていただいてありがとうございます。ということで、2つ目の方にちょっと今 URL を追加しておきますけど、まあ知らない人の方が少ないのかな。ですね、占い系 VTuber のパンケーキホイップクリームさんとスカーレッタ・クローワルツでコラボさせていただこうと思いますので、よかったらホイッピーさんのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ブルースカイの方にもリンクしておきますが、セクシャルマイノリティの方が安心して見られる占い、触れたことのない人が楽しめる占いを目指しています。メインチャンネルは占い動画をやっておりますが、サブチャンネルの方が今は結構メインになってらっしゃるのかな。同時視聴やゲーム実況等を定期配信、ショーツも投稿、AI 学習禁止ということで、ということでですね、なんでっていう感じの、方が多いと思うんですけど、ということでですね、まあ、皆様のおかげで、ですね、コラボさせていただくことができて非常に光栄です。当日はよろしくぜひお願いいたします。はい。ということでですね、
あれ以上の告知がですね、はい、あるんですよ。はい。ホイッピーさんとということで、ドメキレオさんもね、コブダボありがとうございました。久々のね、コラボ、大きなコラボなので、非常に嬉しいです。ありがとうございます。やったーというですね、友達が増えたってなんで驚かれてるんでしょうかね。はい。要チェックせねばということで、このコラボ合ってましたというですね、よろしくお願いいたしますということで、風花さんもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ネトウヨが投稿してくるかもしれないので気をつけて。いや、まあ、もちろんゲストの方がいらっしゃるんでですね、モデレーターの方とかね、協力していただこうとは思うんですけれども、まあ、そういう変なのが来たらね、即時バンすると思うので、はい、よろしくお願いします。はい。ということでですね、先行してですね、ホイッピーチャンネルさんは10万人登録者を目指していらっしゃるということなんで、まあ、とりあえずの当初の、目標5000人なのかな。動画めっちゃ面白いので、普通に見てください。はい。笑えるしというか、なんて言うんですかね、私、全くその動画のセンスというものが、皆さん知っての通りですね、あまりないので、すごいなと思うんですけれども、はい。何回もバズっているし、その度にですね、大きく、登録者数を増やしたりしてきた方ですね。はい。なので、いろいろね、VTuber の大先輩としてお話聞けたらいいなというふうにも思っております。はい。ですね。ということで、皆さん、コラボ楽しみにしておいてください。まあ、何事もなければですね、延期せず、来週27日土曜日の、9時からですね、いつもゲームやってる時間帯ですけれども、やりたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まあ、いろいろなんか面白い動画を出されてるんですよね。はい。デマに対する注意喚起とかもございます。はい。ぜひとも見てみてください。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。ということでですね、皆さんとコラボさせていただいたりとか、本当ありがたいことを続きでですね、嬉しい限りでございます。スカーレッタの方のですね、一ノ瀬さんの協力のおかげで、成立したですね、今回の、ですね、ショップの方も、ぜひともよろしくお願いいたします。ということでですね、まあいろいろですね、活動を広げつつですね、協力して、なんとか頑張って継続していけたらいいなと思っております。はい。よろしく今後もお願いいたします。ですね、大事な問題やぞっていう。はい。まあそうですね、職業病というかね、私も首がやばいんですけど、私たまにこうやって振り回したりしてると思うんですけどね、首が凝るからです。はい。カラスなので、なんか同じポーズをとってるとね、どうしても肩こりとか首こりがひどいので、はい。ということでですね、健康問題は大事です。はい。ということで、皆様お疲れ様でございました。ぜひともチャンネル登録してですね、来週土曜日の配信も、明日のゲーム配信も楽しみにしておいてください。はい。ということでですね、グッズ第2弾以降、他のイラストレーター様の予定もあるので、皆さん楽しみにしていてほしいですということで、はい。すみません。私が言うべきことをですね、また謝っちゃったけど、一ノ瀬さん告知いただいてありがとうございます。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治、独裁、反対。今後もスカーレッタ・クローワルツをよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ということでですね、はい。皆様、ですね、楽しみにして待っていてください。アーカイブも見ますということでありがとうございます。それでは皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。おやすみなさいませ。